今、どのシーンを撮っているんですか？何の撮影ですか？お嬢さん、あなたは外の雪の上で倒れていました。祖様がお救いになったのです。お嬢さん、傷が重すぎて記憶喪失になったんですか？ということは、私、タイムスリップしたの？お嬢さん、何を探しているんですか？お嬢さん。鏡。お嬢さん、悲しまないで。どうやら、顔に傷も本当みたい。じゃあ、このお腹の赤ちゃんは？お嬢さん、どうしてご自身が妊娠2ヶ月だと分かったんですか？なんてこった。タイムスリップしただけでなく、顔に傷のある。妊娠中の女性の体に。春季案よ。あなた、どんな運なの？永気案。蘇先生。ちゃんと字を書きなさい。蘇先生。これは何の薬草ですか？これは草です。これが薬草です。当たりました。蘇先生。私の弟、新女領は昔の情けを思い出すだろう。でも、まさか彼があなたをここまで冷たく扱うとは。そう言われると、この恋愛脳は、やっぱり報いを受けるんだな。恋、恋愛脳？恋愛脳って何？大丈夫大丈夫。そうだ、私はどのくらい気を失っていた？1ヶ月くらいかな。3。じゃあこんにちは。まさか新女領が、妾を迎える日？永気案。あなたもあまり悲しまないで、最悪の場合、この将軍邸、行かなくてもいいよ。ダメダメダメ、彼女はもういじめられて。あんなにひどい目に遭ってる。どうせ私もすぐには戻れないし、それなら、将軍夫人のこの身分を借りて、しっかり彼女の仇を取ってやる。彼女？永気案。何言ってるの？彼は誰？彼女、まあいいや、でも今日、もし私がいなかったら、犬男女をいい思いさせちゃうじゃない。行くぞ、555。555。将軍、もう時間が遅いです。柳さんは邸内でお待ちです。将軍は先に戻って婚礼を済ませてはいかがでしょうか。お姫様が見つかっていないのに、どうして安心して戻れようか。お姫様の行方は私たちに任せてください。あの少女の息子は、もともと柳さんを妾にしたいと思っていて、今はもう、役所の入り口を塞いでいます。将軍、急いで戻って結婚してください。さもないと遅くなって。柳さんを守りきれないかもしれません。何か情報があればすぐに報告します。今何時？将軍は？将軍が戻った。7時が来た。一礼、天地に。二礼、祖先に。三礼、夫婦で。新将軍が今日妾を迎えるのに、どうして誰も知らせなかったの？この将軍夫人に。新将軍が今日妾を迎える。
どうして誰も知らせなかったの、この将軍夫人に。春季庵。あなた。あなたの顔は、一体全体どうなっているの？将軍、一体全体どうなっているのか、まだ気にかけてくれますか？この柳という卑しい女に顔を傷つけられ、屋敷から追い出された時、あなたはどこにいたの？私が外で死ねずに済んだこと。がっかりしたでしょう。そうだわ、結婚して2ヶ月も経たないうちに新しい妾を迎え入れ、私は追い出され、顔まで台無しにされた。なのに、あなたたちはここで、ついには結ばれた恋人同士ね。シンニョラ。あなたは本当に畜生以下だわ。事実はあなたが思っているようなものじゃない。将軍。すべて私のせいです。将軍が私を気に入ってくださるのをいいことに。お姫様の気持ちを考えずに。なぜお姫様がそうおっしゃるのかはわかりませんが。でも今お姫様がお戻りになったのですから、これからはやはり家族同士です。まさに犬男女の見本だわ。シンニョラ。私は以前本当に目が曇っていたの、真心を無駄に捧げて。あなたに何度も踏みにじられ、あなたの心の中ではとっくに私を恨んでいた。それなら、なぜ私がこの将軍府の対面を保ち続けなければならないの？シンニョラ。今日、あなたは必ず私に説明しなさい。もしお姫様がこの怒りを晴らせるなら、千の間違い万の過ちも。すべて梅舞のせいです。梅舞、お姫様にこのお茶を差し上げます。これから私たちは姉妹としてお付き合いし、新たな恨みも古い恨みも帳消しにしましょう。お姉様、いかがでしょうか？いいわよ。妹がそう言うなら、私が断るのは、私があまりに小さい人間に見えるわ。陳戦。一体何をするつもりなの？聖戦を姫様と呼びなさい。どうして？彼女が差し出したお茶を私は必ず飲まなければならないの？シンニョラ、よく覚えておきなさい。彼女が私にしたことは一生忘れない。永遠に家族になることなんてありえない。一体何がしたいの？よく聞きなさい。私こそが皇帝陛下から賜り、正式な婚礼を経て嫁いだあなたの妻。あなたが好きか嫌いかはどうでもいい。誰も気にしていない。でも彼女は、一日でも慎みを知らず、私の頭越しに出しゃばるなら、私は歯には歯を、目には目をで返す。この家の主たる妻が言うことを聞かない妾を押し付けるのは当然。こんな些細なこと。将軍の許可まで必要なんですか？なぜ姫様はここまで私を恥ずかしめるのですか？わざと恥ずかしめてやるんだ。我慢できない？なら死ねばいい。部屋に戻れ。チンアールユーライアン。エーキアン様は姫様なのに、あなたはこのように越権行為をするんですか？そよ。私の家庭内のことに口を出すつもりですか？エーキアンは家を失い、顔を傷つけられ、外で餓死しそうになったんです。将軍が冷たくしなければ、彼女の行方も知らないなんてありえません。それに、エーキアンは、今、身ごもっています。彼の言うことは本当ですか？真実かどうか関係ありますか？今日からこの子には母はいても父はいない。あなたとは一切関係ありません。命う。不思議だね。この屋敷に私を気にかける人がいるなんて。姉上。昼間は気絶したんじゃないですか？どうして夜に。また私に難癖をつける力があるんですか？姫様、何をおっしゃいますか？姫様が身ごもっているなら、妹として。当然しっかりお世話します。これは将軍が姫様に用意した需要競争剤です。将軍の苦労を姫様は受け止めてください。彼の苦労か。どうやら彼の子を身ごもっても、彼は私を少しも気にかけないようだ。こんなこと。妹を着させてまで。将軍はもともとあなたと結婚したくなかった。私にこの薬を届けさせるのが最大の譲歩です。姫様は考えを改めて生きていればそれで十分です。将軍邸で波風を立てようなどと妄想しないでください。
ええ、あなたの言う通りだ。それなら、私がこんなに大きな恩恵を受けたなら、私一人だけで独占するわけにはいかない。彼女を話しなさい。ジン R.U. ライアン。あなたにも人を思いやる心があるんだ。それなら彼女を思うなら。なぜ自分の身の子を思いやれないんですか？人は虎も子は食わないというのに。あなたは本当に鉄石の身長だ。何を狂っているの？そうだよ。将軍府で狂っているのは私だけ。私が死ぬべきかもしれない。でも子供は無実だ。誤薬と偽って堕胎薬を飲ませた。今さら私を責める？将軍、私はただ公主に保薬を差し上げただけです。公主が堕胎薬だと決めつけるのです。ビブはそんなことをするはずありません将軍。ご明察ください。見事な演技だわ。毎日こんな芝居、疲れない？今日ここで宣言する。シンニョラ、あなたがこの子を産みたくないなら、私は絶対産む。今後この子に手を出したら、100倍1000倍にして返す。私は約束を守る。とんでもない。このブスが、私の頭上で暴れるとは。夫人、大ごりなく。香山に一泡吹かせてやりましょう。知恵。腐った飯を食べさせようとした？柳夫人に逆らって良い食事？夢でも見てよ。また柳氏か。油断した油断した。祖様からの贈り物も柳氏の手に。前朝の残党がそんな良いものを使えるか。将軍がまたあなたをかばうと思う。話せ。普段武術を鍛えていたから横の悪奴め、懲らしめてやる。今日教えてやる。私のルールがルールだ。夫人、将軍、ヌヒのためにご祭壇を超魔は。府で一番真面目なものです。一体何事ですか？ヌヒは今日、いつものように公主に食事を運びましたが、公主が突然、狂ったように箸でヌヒの手を挟み、残飯を食べさせようとし、拒むと手を折ると言い出したのです。ヌヒの手が。とんでもない。新選を呼べ。悪人先に訴えるとは。口々に私が主人として虐待したというが、あなたが私にしたことはなぜ一言も言わない？ヌヒは毎日誠実に働いています。なぜ？公主がヌヒを困らせるのか。ヌヒ？あなたはヌヒじゃない。私を呼びつけ悪口を言う。あなたが主人だよ。この手は確かに私がやったでもなぜやったか。あなた、わからないの？その腐った飯はわざわざあなたが私に届けてくれたんじゃないの？でたらめを言わないで、私はそんなことしてない。あなたが届けたんじゃないの？じゃあ、命令で届けたってことね。誰の命令で？柳氏？それとも、新将軍？春季案でたらめに他人を巻き込むな。新将軍、私は好みもお姫様よ。腐った飯を食べさせようだなんて。これは皇室への冒涜罪にあたるわ。律によれば、斬首刑よ。奥様。奥様、死にたくないです。奥様、あなたは屋敷の子さんなのに。こんな大胆不敵なことをするなんて。半年分の給料を没収し、洗濯場で重労働をさせる。これで済むと思ってるの？妹さん、本当に美人で心優しいわね。でも忘れないで。彼女が罪を犯したのは私に対して、罰するのも私の権利よ。じゃあ、どうしたいの？皇室への冒涜罪は皇帝陛下に上奏しなければならない。それでは手間がかかりすぎる。私が裁決を下すわ。今日、この卑しい下女を杖で撃ち殺し、外に捨てる。将軍。将軍、お助けください。将軍、私を救ってください。死にたくありません。将軍。この教女、どうして突然こんなに冷酷になったんだ？
長馬は屋敷で半生を過ごしてきた。彼女の一言で杖殺刑にされてしまうなんて、どうやら。彼女はすでに、この件が私たちに関係していると確信している。今後、復讐されるんじゃないかしら。誰が私たちに関係があるって言ったの？明らかにあの長馬が。独断でやったことよ。これからの日々は長い、春季庵。あなたに負けるなんて信じられない。ねえ、このハサミで思い切り一突きしたら、人の心を痛めつけられるんじゃない？お姫様。ゆうやん、やっとお姫様にお会いできました。ゆうやん、どうして来たの？祖様が手を尽くして私を見つけてくださって。あなたが将軍府に嫁がれたと聞き、連れてきてくださったんです。ゆうやんは十数年もあなたにお仕えしてきました。今、あなたのそばにも世話をする人がいない。彼女があなたのそばにいれば、お互いに支え合える、私も安心です。よかった、ゆうやん。将軍祖様がお目通りを願っています。蘇鉄。彼がまだ来るなんて。そよう、わざわざお越しいただき何のご用でしょうか。先日姫様にお送りした事用品が、あなたの側室の柳氏に横取りされたと聞きました。そこで私が直接姫様にお届けすることにしたのです。誰かがすり替えることのないように。そよう、遠路はるばるお越しになったのは、このためだけですか。わざわざ来たのはあなたに伝えるためです。今後もし姫様に少しでも辛い思いをさせたら、絶対に許しません。そよう。どんな立場でその言葉をおっしゃっているのですか。あなたはただの神貴様の昔の先生。今は私の妻です。彼女がどう過ごすかはあなたのような。過去の先生が口出すことではありません。シンニョラ。怒った。蘇大学士はいつも穏やかではなかったですか。それとも神貴様にだけは、冷静さを失いやすいのですか。蘇鉄警告しておきます。シシンニョラの家庭内のことは、あなたが口出しすることではありません。自分の立場をわきまえて、ほどほどにしてください。お客様をお送りしなさい。こんなにたくさん。蘇先生本当にご破費を。祖様はあなたのことをとても気にかけていらっしゃいます。以前からずっと様々なものを送ってくださいました。食べ物や飲み物それに様々な処方箋も。すべて祖様が大尉に頼んで求めたものです。やはり彼だった。早々の日は処方箋通りに安泰薬を何服か煎じました。姫様温かいうちにお召し上がりください。どうなさいました姫様。これにはブスとモモ人が余分に入っています。半月飲み続ければ流産の恐れがあります。どうして？この処方箋は素養が大尉に求めたものでは。大尉が勝手に決めることなどできません。もちろんこれは皇帝陛下のご意思です。姫様明日からこの薬は買いません。いいえ薬は普通に処方箋通りに買いなさい。でもかまどを私たちの庭に移して、二つの薬草を取り除いてから煎じましょう。はい。どんな風が将軍をここまで吹き寄せたの？
このハイライト、効果的だね。もちろん、蘇先生が選んだものだから。わざわざ探してきてくれたんだ。すごく気に入ってる。これ、蘇先生が送ってきたと思ってるの。そうよ。まさかあなたがくれたわけじゃないでしょ？はい。あなたは私の旧敵だ。どうして薬を送るわけがない。でも、シェンシェン、よく聞きなさい。今、あなたは私の妻だ。他の男性と親しくしてはいけない。シン、ルーリャン。あなた、ちょっと干渉しすぎじゃない？将軍、大変です。将軍。シェンシェン。また私の知らないところで何をしたの？午前中はずっと部屋にいたよ。何をしたっていうの？名優の怪我、まさか自分でやったわけじゃないでしょ。昔のあなたは、あんなに穏やかで優しかったのに。どうして今こんな風になってしまったの？私、今どんな風になっているっていうの？もし私が昔のままだったら、いじめられて。あなたが心から思っている。名優にいじめ殺されてたわ。話して。姫君。血が出てる。医者を呼べ。出て行って。シン、ルーリャン。これからは、あなたと私はもう何の情もない。たとえあなたが私の前にひざまずいても、私は容赦なく、あなたを踏みつける。シン、ルーリャン。そういう日が来る。そういう日が来るから。シェンシェン。将軍。どうなった？将軍、医者が申しております。姫君の状況は緊急で、特に私に将軍にお伺いさせております。もし問題が起きたら、母体優先か胎児優先か、と。もちろん母体だ。シェンシェンは絶対に死なせない。行け、急いで。はい。ダメ。絶対にダメだ。将軍、姫君。言えよ。姫君と赤ちゃん、母子ともに無事です。大尉は？すでに前の間で待っております。急げ。池春園へ行こう。姫君は目覚めてから一度も赤ちゃんのことを尋ねなかった。少しも心配されないのですか？心配したところで何になる？生死は天命だ。私は精一杯やった。赤ちゃんは無事です。姫君、嬉しくないのですか？じゃあ言ってみて、私に何を心配する必要がある？この子は生まれた時から母はいても父の愛情はない。ひょっとすると、あの父親と同じで、冷酷非情かもしれない。生まれた時から一生心配し続けなければならない。なんだ？この小娘、私を止める気か？ユーヤンは誰にも姫君を傷つけさせない。将軍でもダメだ。ユーヤン。お前を見に来たいとでも思うか？もしお前が死んだら、爆竹を鳴らして祝うだけだ。そうしてこそ、大和田が報われるというもの。そうそう、私はまだ生きている。がっかりしただろう？でも生きているのは私だけじゃない。お腹のこの子もまだ生きている。悔しいだろう？一緒に来たのは宮中の大尉だろう？どうやら陛下も私を死なせたくはないようだ。ジン・RU ライアン、悔しがっても無駄だよ。姫君、下巻に脈を見させていただけますか？どうですか？お腹の子は無事ですか？あえてお尋ねしますが、この1ヶ月余り、ずっと、下巻が処方した薬を服用されていましたか？もちろんです。薬はすべてユーヤンが管理し、毎日。
処方通りに煎じて飲んでいました。何か問題が？いいえ。どうやら私の子供は無事のようですね。はい、あまり嬉しそうじゃないですね。いやいや、そんなことは。姫君は吉祥福髄のお方、大事も守られました。下官、姫君のためにお喜び申し上げます。それは大尉の処方箋のおかげです。さもなければ、ジン・アール・ユーライアンのあの家庭内暴力で、この子はとっくに流産すべきだった。あなた。皇帝陛下があなたを使わしたのなら、報告の際に、陛下に伝えてください。私と子供はしばらく無事です。陛下のご心配に感謝します。かしこまりました。この旅屋敷の外で命を落としそうになった後、目が覚めてから多くのことを悟りました。過去のことはとっくに忘れています。しかし、皇帝陛下は結局のところ私と血を分けた重慶です。家族である以上、当然よそ者に味方するわけにはいきません。ですから、この子が生まれた後は、私のせい、陳を名乗らせます。もし進化となる幸運があれば、必ず皇帝陛下に仕え、大祖に尽くします。今私が言ったこと、すべて覚えていますか？下官、覚えております。では報告の際、必ず陛下に伝えてください。これは、あなたの職務に反するものではないでしょう。事実をありのまま報告することは、下官の職責です。よろしい。では、これで話は終わりです。もし、知っていながら報告しなければ、後で宮中に。私が陛下にお目にかかるとき、あなたは終わりです。下官、承知いたしました。幽燕。シェンシェン。また何を企んでいるの？ただ身を守っているだけよ。この将軍府に頼れる人がいないのなら、私は皇帝陛下を味方につけて頼りにするわ。あなた、正気なの？皇帝陛下はあなたの命を助けましたが、あなたは依然として前朝の残党です。火遊びをして身を滅ぼさないように。あなた、これは私を心配しているの？ジンルーリャン、あまりにも滑稽だわ。父の仇を討つために私を殺すと言い続けたのはあなたで、私が火遊びをして身を滅ぼすのを心配しているのもあなた。ジンルーリャン。まさか、まだ私に情が残っているんじゃないでしょうね。よくもそんな大胆なこと。私がどれだけ大胆か、今更知ったの？さっきの平手打ちは、たとえ過去に、どんなに多くの過去があったとしても、これから先、私は、もう少しも情をかけたりしないとあなたに伝えるためよ。もしあなたがまた私を怒らせようものなら、私はあなたと、共倒れになることも厭わない。あなたは思っているの？あなたのそんな三流の腕前で、私を捕らえられると思っているの？私があなたを捕まえられるなんて思っていない。でも機会さえあれば、絶対に手を緩めない。この刃をあなたの心臓に突き刺す。もし私が一瞬でも目をそらしたら、私は春季庵ではない。そんなに私を殺したいのか？たとえあなたの子供が生まれた時から父親がいなくても、構わないのか？まるであなたがこの子を大切に思っているみたいに言う。ジン・アール・ユーライアン。あなたは私ではなく、有名が子供を産むことを望んでいたのか。それなら彼に父親はいらない。どうせあなたにはふさわしくない。気持ち悪いだろう。実は私も気持ち悪い。目が覚めてこの種ができたことに気づかなかったら、誰があなたに子供を産みたいなんて思うか。よし。とてもいい。今日言ったことを覚えておけ。様子を見よう。将軍、どうして来たのですか？時間があれば見に来た。傷の具合はどうだ？毎日薬を塗っているので、だいぶ良くなりました。痛い。将軍。まずゆっくり休んでくれ。邪魔はしない。将軍。残って名誉の相手をしてくれないか。安心してくれ。
きちんと対応する。将軍はどうしてまた言ってしまったのか。どうやら、たとえ私が傷だらけでも、彼は私に男が女に対するような哀れみは持っていない。これも仕方のないことだ。将軍が当時夫人をめとると約束したのは、やはり、直書家の道楽息子が夫人を妾にしようとしたからだ。義理で無理やり嫁いだのだ。思っていたのは、この結婚が成立すれば、いつかは、生米も炊き上がるだろうと。しかしなんと、将軍は本当に竜気屋不意の生まれ変わりだ。美人を抱いても微動だにしない、黙れ。将軍夫人の座は遅かれ早かれ私のものだ。まさかあの顔を壊された春季庵が何か手を変えられるわけでもあるまい。将軍は彼女を心底憎んでいる。絶対に彼女にいい顔を見せない。でも奥様、無比としてはまだ心配です。将軍と姫様は水と油のように相入れないと言っても結局のところ。若い頃にはあんな曖昧な昔の恋もありました。将軍が奥様に優しくされるのはいつもみんなの前で。でも神護ではかえってよそよそしくなる。無比が心配なのは、将軍の心の中にまだ彼女を完全に諦めきれていないんじゃないかって。そうか。じゃあ、彼女を完全に消し去る方法を考えなさい。聞くところによると、将軍は昨晩柳氏のところに行ったそうです。ヒアンシャンのあいつ。屋敷中の人に知られたくて仕方ないんだろう。これが彼女の望んでいたことじゃないか。一方で私に罪を着せようとして。一方でジン・RU ライアンに憐れんでもらおうとしてるんだな。でも、彼女が確かに重傷を負ったって聞いたよ。でも、恨みには恨む相手がいるはず。どうして彼女は、本当に彼女を傷つけた人を探さずに、わざわざ私たちに迷惑をかけるんだ。もしかしたら、そんな人は最初からいないのかもしれない。姫様が大病から回復されたと聞き、妹として特別にお菓子を持って参りました。メイユ、あなたは勇気があるわね。将軍はあなたに言い忘れたんじゃない？用事がないときは、私の池春園にはあまり来ないで。俗に言う、笑顔の人を叩く手は伸ばさない。ただお茶とお菓子を持ってきただけです。姫様、そこまで私の顔を潰さなくてもいいでしょう。座りなさい。姫様、出所不明のものは食べるのを慎重に。どうして出所不明なんですか？これは ER 夫人が直接私に届けてくださったんです。姫様はご懐妊中です。お子様のためにも、慎重にされるべきです。ユーヤン、何を言ってるの？まさかメユがこのお菓子に毒を入れて。私の子供を害するなんてことあるわけないでしょ？そんなことない。メユはそんな人じゃない。顔はいらないとしても、命は大切にしたいでしょう。そうだよね、メユ？でも、たとえこのお菓子に問題がなかったとしても、私が食べた後に問題が起きたら、メユ、甲賀に飛び込んでもおめえは晴らせないよ。姫様のおっしゃる通りです。名誉はどうあっても、命は大切にしたいですから。姫様が私を信じてくださらないなら、わざわざ、濡れ衣を着せられるような真似はしません。そんなに急いでいくの？妹よ、自分の足に傷つけたりしてないよね。何を言ってるの？適当なことかもしれないけど。でも忘れないで、将軍は戦場のベテランよ。傷の見分けもつかないなら、引退した方がいいわ。奥様、あのシェンシェンは、わざと脅してるだけよ。将軍が気づいたなら、なぜその場で言わなかったの？将軍、お座りください。メイウ、傷の具合を見に来たよ。お気遣いありがとう。もう大分良くなりました。
実は、あの日お姫様と揉めた時、混乱の中で自分も傷つけてしまったんです。お姫様だけを責めないでください。わざわざ話題にしなければ。もしかしたら信じたかもしれない。将軍、説明させてください。あなたとシェンシェンの確執なんて、興味ないわ。でもこれ以上、こんなことはやめて。将軍、私。言うべきことは、全部言った。自分で考えなさい。公務があるから。これで失礼する。将軍。将軍はあの女を嫌ってたはずでは。なぜ急にあの女のために奥様を責めるの？シェンシェン。今度こそ根絶やしにしてやる。完成。ゆうやん、これを入り口に貼ってきて。目立つところがいいわ。犬猿の仲立ち入り禁止。お姫様、新将軍と柳夫人を罵ってるんですか？わざと見せてやるの、来るたびに罵ってやる。行ってきなさい。はい、すぐに行きます。これはお姫様が書いたんですか？そよ、いついらしたんですか？ついさっき。蘇先生。では、蘇様にお茶を入れてきます。お姫様、最近絵を描くのがお好きなんですね。顔だけで食べてるわけじゃないの。才能もあるんだから。本当に素敵ですね。姫様、もしご興味があれば、これらの絵画を画廊に持って行って、配布してみては。もしかしたら、大金を稼げるかもしれませんよ。そんな良いことがあるの？ええ。姫様、もしご興味があれば、SUMOU が、お手伝いできます。それじゃ約束だね。もし利益が出たら、あなたにも分け前をあげるわ。それではまず、姫様ありがとうございます。蘇先生、お気をつけて。おかしいな。ゆうやんのあの子、お茶を入れに行くって言ったのに、どこに行ったの？ゆうやん。姫様、私の奥様が庭園でお話ししたいとおっしゃっています。ゆうやんは？彼女はどこ？姫様、ご安心ください。彼女は無事です。ゆめゆ、警告するわ。私の身内に手を出したら、絶対に許さないからね。姫様、何をおっしゃいますやら、メイユがそんな。人間だと思いますか？あなたも私も将軍に仕えているのですから。仲良くやっていくべきです。私はもともとあなたと敵対したくなかったのです。姫様にも。古い恨みを捨てていただければと。私の敵になる？あなたにはまだ資格がないわ。古い恨みについて言えば、いつまでも引きずっているのは私じゃない。それに、GRU ライアン、あんな男。誰があなたと取り合いたいと思う？姫様はそうおっしゃいますが、なぜまだお帰りにならないのですか？帰る？帰った後、将軍府のすべてをあなたに譲るってこと？私は GRU ライアンはいらないけど、将軍夫人という肩書きは、やっぱり欲しいの。そうでなきゃ、どうやって永遠にあなたの上に立ち続けるの？そうですか？それじゃあ、その機会はないでしょうね。やっぱりね、あなたたちが私をこんな、人里離れた場所に連れてきたのは、ろくな考えじゃない。もし私が用心深くなかったら、本当にあなたたちの思うツボだったわ。何をするつもり？将軍はあなたを許さないわよ。弱虫。さっきは偉そうにしてたじゃない。こういうことをする前に考えなかったの？私はあなたを許さないこと。ああ。もう一度聞くわ。ゆうやんはどこ？台所にいます。私を話してください。話す？地獄に落ちろ。春季庵、この汚らわしい女、この毒婦め。ごめんなさい。私は聖母じゃないから、わざわざ苦労してまで。
私を殺そうとした奴は、この池の水じゃ死なないよ。自分でやったことは、耐えるしかない。前々から聞いていた。お姫様の次女は、なかなかの美人だと。今日やっと会えたな。早く私を話しなさい。お姫様に知られたら、あなたの皮を剥いでしまうわよ。皮を剥く？今の彼女は自分が危ないのに。もしかしたら明日には、将軍府にこの人はいなくなるかもな。あなたたち、お姫様に何をしたの？あなたは、彼女の心配なんてしないで。今のうちに、私と楽しく過ごそうよ。話して。お姫様。幽怨。怖がらないで、私が助けるから。お姫様。泣かないで、泣かないで。安心して、この狩りは必ず取り戻すから。チンは、医者の話を聞いた。ジンシェンお姫様の子供は、命を落とすはずではなかったと。彼女があなたの屋敷で過ごした日々は、様々な不満があったが、それでも母子ともに無事だ。シンが不手際をいたしました。陛下に罰をお願いします。罰は必要ない。しかし、チンは先に言っておく。大将軍の家のことは、チンは関与したくない。だが、皇室の顔を潰すようなことがあれば、チンは見過ごせない。ジンシェンお姫様は、何と言っても、チンがあなたに嫁がせた妻だ。何事にも、節度というものがある。シンは、承知しました。退け。陛下、本当に信じていらっしゃるのですか？ジンシェンお姫様が医者を通じて伝えた言葉を。チンルーリャンは軍権を握っている。もしジンシェンと彼女の子供が、チンの役に立つなら、一種の均衡を保つ方法として悪くない。将軍、どうか私の奥様のために正義をお願いします。お姫様が私の奥様を家に突き落としたんです。今でもまだ目が覚めません。なんだって。ひざまずけ。なんだって。ひざまずけと言っている。お前が狂ったのか、それとも俺がバカなのか、俺がお前にひざまずくだと。どうやら、今日はひざまずかなければ、この門を出られそうにないな。じゃあ、私にひざまずく理由を一つ言ってみなさい。ヒアンシャン。将軍様、ER 夫人はお姫様に池に突き落とされたのです。私もお姫様に殴られて気絶しました。今、何か言い訳はあるのか？もちろん、言いたいことはあります。さっき、私が ER 夫人を池に突き落としたと言ったな。お前、この目で見たのか？はい、この目で見ました。でも、さっきは私がお前を殴りつけたと言っていたじゃないか。それで、どうやって見たんだ？まず ER 夫人を池に突き落とし、悪事がバレるのを恐れて、私を殴りつけたのです。じゃあ、私が劉備用を池に突き落としたとき、なぜ止めなかったんだ？そばで何をしていた？芝居でも見ていたのか？主人を守れないくせに、濡れ衣まで着せるなんて、口が達者なやつだな。私は濡れ衣を着せていません。本当のことを言っているだけです。じゃあ、私が妊娠している身で、わざわざお前の主人を池のそばに呼び出して、突き落としたというのか。でも、私は今日一日、池春院の門から出ていません。お前は最初から最後まで事実を歪曲している。でたらめを言うな。将軍様、これだけ話しても、私がひざまずく理由は見つかりませんね。用がなければ、お昼寝に戻ります。将軍様、私はお姫様が地春園を離れるのを見ました。池の方へ歩いて行きました。お前、お姫様が地春園を離れるのを見たのか？本当か？あの日、私は庭園で掃除をしていました。遠くから、お姫様がそばを通り過ぎるのを見ました。よし。聞くが、その時私のそばには誰かいたか？いました。誰だ？はっきり覚えていません。ただ、その人が薄緑色の服を着ていたのだけ覚えています。薄緑色の服か。これか。今度は私がお前に聞く。なぜ私のそばにいたんだ？お前がわざわざ池春園に私を訪ねてきて、幽庵を探しに連れて行くといい。盟友を一人部屋に残した。世話を怠り、彼女を転落させた。そして、これらの罪を、私に被せた。
大胆なやつだ。明らかに、お前がうちの ER 夫人を池に誘い出したのだ。私はあなたの家の ER 夫人を池まで連れて行った。私のそばにいるのはユウヤンのはずだ。なぜあなたなんだ？じゃあ、あなたの家の ER 夫人が、私を池のほとりに連れて行ったってこと？そうだ、今日はなぜかこのユウヤンが、台所に閉じ込められているのを見つけたんだ。これもあなたたちが共謀したんじゃないだろうな。将軍、真相は明らかです。この下女は嘘ばかり。家法を適用すべきでは？来い、この下女を連れ出し、30回の杖打ちだ。将軍、主は無実です。もう一度聞く。メユが池に落ちたのは、本当にお前がやったのか？言ったら信じてくれる？信じないならなぜ聞くの？お前とメユは昔から仲が悪いのは知っているが、どんなことがあっても、人の命を奪うべきではない。人の命を奪う？彼女劉明優が私の命を脅かしたとき、将軍がこんなに正々堂々としていたのを見たことないよ。彼女の命は尊くて、私は死ぬべきってこと？話は別だ。お前はキラちゃんとこんなに長く争ってきたら、自分の潔白を証明できていないだろ私はとっくに気づくべきだった。お前には良心が少しもないってな。将軍にお聞きしますが。今日も私を撃つつもりですか？できるなら今日私を殺してみて。さもなければ、あなたが私にしたすべてのことを一つ一つ返してもらうから。う。私がお前を殺せないとでも。お互い様だ。お前はとっくに私を殺して父の仇を討ちたいと思っていただろう？よくも父のことを口にしたな。どうした？チン RU ライアン、本当に私を殺す気か？私を挑発しているのか？その歯を振り下ろせるのか？お前は私を殺せない。お前は生死に背き、謀反を起こすことになる。何をしているんだ？こんなに賑やかで。どうして武器まで出した？新将軍。姫は皇帝がお与えになった夫人です。あなたはこのように扱うのですか？ご孝行、お命の恩に感謝します。姫様、とんでもない、恐縮です。ご孝行。これはすべて私のせいです。私はいつも将軍を怒らせてばかりいます。だからこそ将軍は私をここまで嫌うようになったのです。お姫様をお悲しみにならないでください。新将軍。お姫様は弱い女性です。たとえ将軍の寵愛を受けられなくても、このような扱いはするべきではありません。今朝、陛下が将軍にお話になったこともお忘れですか？RU ライアンは忘れません。それならよろしい。私はこれからもお姫様をお見舞いに参ります。もしまた何か見かけたら、陛下の耳に入らないとも限りませんよ。お腹にこの子がいなかったら、今日はきっとあなたと飲み明かしたのに。お茶をついでください。お姫様今回は彼らの鼻を明かしましたね。将軍もしばらくは、お姫様に手出しできなくなるでしょう。悪くも良くもない人でいる方が、いい人ぶるより気楽だと思わない？自分に正直でいることの方が、悪くも良くもない人でいるよりずっと気楽だ。ただ自分に正直な人でいよう。言うやん。これから誰かに罵られたら罵り返すな直接歯をぶちのめせ。噛まれたら噛み返すな直接歯を折れ。わかったか？お姫様のご供述心で受けたまわります。さあ乾杯。
お姫様。最近なんだか綺麗になったみたい。そうどういう意味？私がブスだって言いたいの？そんなこと申しておりません。言ったでしょ？言ってない。私がブスだって言ったわね。あなたこそがブスよ。お姫様。まだ逃げるの捕まえたわよ、言うやん。言うやん、あなたこそがブスだわ。どうやらあなたは変わったわけではないようだ。ただ私に対してだけ。このように冷酷で冷たいのだ。私お腹がちょっと痛い。赤ちゃんが蹴ったの？もう逃げません。赤ちゃんが蹴ったのよ。まだ動いてる。はいはい、お姫様、どうか私を許してください。私が作ったお菓子です。お姫様にお持ちします。いってらっしゃい。はい。今、あんずの実が一皿あったらいいのに。わからないけど。宮中のあのあんずの木、まだあるかな？あれですか？母上がいらっしゃった。あ、誰だ？誰かいるのか？新将軍、こんな夜中に何しに来たの？用事があるの。用事がなければ早く帰って、もう遅いから。将軍府全体が私のものだ。来てはいけないのか。将軍は私の池春院が不吉だと思って、一歩も踏み入れたくないんじゃないかと思ったよ。私はそんな風には思っていない。でも私はそう思うの。この将軍、身にまとう不吉な匂いが流ビブと。そっくりだから、用がなければ帰って。私の池春園を汚さないで。陳戦、あなた。お姫様、大丈夫ですか？玉つばめが間に合いましたか？玉つばめ。あなたって本当に。お姫様、将軍が目を覚ましたら、私に文句を言うでしょうか？さっきはあんなに強かったじゃない。今何を怖がっているの。でも。いいから、でも早めて、早く行こう。彼はさっきあなたを見ていないんだから。絶対に認めなければいい。早く逃げよう。将軍、将軍、早く目を覚ましてください。将軍、早く目を覚まして。早く目を覚まして。何を笑っているの？陳戦。昨夜のことは、私に説明すべきじゃないか。新将軍の言い方は、まるで私があなたの潔白を汚したみたいね。あなたが私を殴ったのか。私は昨夜ずっと部屋でお姫様のために、お菓子を準備していて、全然外に出ていません。そうですよ。彼女のような小さい次女が、どうして将軍を殴れるでしょうか。犯人が見つからないから、小さな次女を責めるなんて。これが外に知れたら、とても恥ずかしいですよ。よし。この件はひとまず置いておこう。では、入り口にあるのは何ですか？門の前。あれは絵だよ。誰に向かって鶏が犬って言ってるんだ。将軍、まさかこれを自分のことだと思ってるんじゃないでしょうね。新流の2文字が読めないとでも思ってるんですか？将軍、世の中には、秦や柳という姓の人は、たくさんいます。将軍がどうしても自分に当てはめたいなら、仕方ありませんね。痛いところを握らせないでくださいよ。
もういいよ。何が面白いの？早く戻ってきなさい。将軍が困ってる様子が面白くてつい。この小娘、私の悪いところばかり覚えて。遊園はこれでいいと思ってる。今まで感じたこともない。将軍府での生活がこんなに楽しいなんて。そういえば、劉備部のやつはどうなった？大したことないけど、池にザリガニがいて。結構構えたらしいよ。ザリガニ？奥様、どうしてもご飯は食べなければ。台所が薬膳を用意しました。少し召し上がってください。本当に人の親切もわからないんだから。せっかくの美味しい料理を、無駄にしやがって。今度、また1壺届けてやるから。多分届けられないよ。もう将軍に訴えられちゃって。将軍が不要園に行くのを禁止する命令を出したから。つまらないな。じゃあ不要園に行かなきゃいい。外に出て遊びに行こう。行こう。蘇先生。急にどうしたの？あなたがいつでも来ていいって言ったじゃない。実はこの前、私もあなたに会いに行こうと思ってたの。これ何？前に頼まれたでしょ。書店で。あなたの絵を印刷発行するって。これが書店から届いた。最初の劇の分配金よ。こんなにたくさん？お姫様の絵は市場でとても人気があるの。書店は印刷部数を増やしたわ。今、街中で大人げよ。やっぱり私はこの方面の才能があるんだね。もちろん。小さい頃からお姫様は、何をやっても才能があったんだから。必要以上に自分を卑下することなんてないわ。いらない。約束したでしょ？利益が出たら配当をあげるって。もらわないと怒るよ。安心して。今の将軍府では、衣食に困ることはない。これだけ貯めてるのは、いざという時のためだけだから。私は侵入料がいないと、生きていけない人間じゃない。でも聞いたよ。この前将軍邸で事件があって。宮中の宦官まで自ら動いたってね。何かあったら、必ず教えてね。大したことないよ。私で大丈夫。将軍。姫様がまた蘇邸に行きました。お腹が大きいのに出歩くなんて。誰も止めなかったのか。姫様の馬車は止められません。仕方ない。私が迎えに行く。この提灯、そろそろ開示だね。今日どこ行ってたの？友達に会いに行った。浮気相手に会いに行ったんだろ。浮気相手に会ったとしても何が悪いの？あなたは三つ前をめかけできるのに、私が恋愛しちゃいけないの？やっぱり蘇鉄と関係があるんだな。私を非難するなら他人を巻き込まないで。蘇先生は立派な方よ。あなたに汚されるなんて。私の前で他人を褒めるなんて。それって変だと思わない？シンニョラ、あなたはいつ私を身内だと思ったことあるの？私は私の好きなことをする。あなたに関係ないでしょ。邪魔しないで、どいてよ。家庭内暴力よ。妊娠6ヶ月の私がこんな目に遭うなんて。陛下に訴えてやる。話して。今日は蘇先生の誕生日なの。彼は私のために大金を稼いでくれたし、何かプレゼントを贈らなきゃ。でも蘇様の屋敷には何でも揃ってそう。そうね。彼が今まで見たことないものを贈ろう。姫様、何をしているのですか？バースデーケーキっていうの見たことないでしょ。姫様、何か匂いがしませんか？
確かに少し。将軍、大変です。将軍、台所が火事です。姫様はまだ中にいます。ダメです、将軍。中は危険です。どけ。料理ができないなら台所に入るな。台所を燃やして嬉しいのか。あなたの台所が貴重なのはわかるけど、私は蘇先生のために。美味しいものを作ってたの、あなたには関係ないでしょ。あなたは彼のために、こんな姿になってしまったのね。余計なお世話よ。今日この扉を出ようものなら、二度と戻ってくるな。かしこまりました、新将軍。これは私が心を込めて作った誕生日ケーキです。お誕生日おめでとう。きっとさっき台所の火が強すぎて焦がしちゃったんだ。本当に残念だわ。おいしい？君が作ったものなら何でも好きだよ。全部美味しい。よかった。さっき台所の火って言ったけど、将軍府で何かあったの？大したことじゃないよ。うっかり台所を燃やしちゃっただけ。怪我はなかった？大丈夫。将軍府の一つを。台所を出し下げ、神女らに自腹を切らせて、立て直させればいい。彼に少し痛い目を見せられるなら。それだけの価値はある。君に何と言えばいいのか。腹を立てるにしても、自分の命を危険にさらしてはいけない。安心して、必ずちゃんと自分を大切にするから。もうそろそろ遅いし、今夜は、送ってあげようか。蘇先生。今夜。ここに泊まってもいい？今日あんなこと言っちゃったから、今更。自分で歩いて帰るなんて顔が立たないよ。蘇先生。だから、ここに泊まらせてよ。お願い。わかったよ。じゃあもっと食べて。こんなに美味しいケーキ。無駄にしちゃダメだ。陳仙。本当に戻ってこないの？いい匂い。蘇先生、お宅の料理人、腕がいいね。これらは、全部私が作りました。あなたが？あなたって料理がこんなに上手だったんだ。あなたの作るケーキも美味しいよ。気に入ってもらえて嬉しい。美味しい。将来、あなたと結婚する女性は、幸福に恵まれるね。どうして私に好きな人がいないとわかる？誰なの？教えてよ。私が代わりに皇帝に婚姻の話を進めてあげる。エイキアン、実は私。春季庵、家に帰ろう。チン・アール・ユー・ライアン、何しに来たの？将軍家の夫人として、他の男の屋敷に、一晩中帰らないなんて。あなたは恥知らずでも、将軍家の面目は保たない。私があなたの顔を潰したと思ってるのね。蘇先生、自ら罪を求める人がいるなんて。
じゃあ、せっかくだから叶えてあげよう。さあ。一口食べて。春季庵。聞いてるよ。どうした？これで耐えられないの？もし私がまた外に出て、美しい女を何人か連れてきたら、あなたは怒りで死んじゃうんじゃない。よくもそんなこと言えるわね。なぜ言えない？もしあなたが死んだら、私が将軍家の主人になるんだから。もし本当にそんな日が来たら、安心して。私は過去のことは水に流して、あなたの旅路を祈るわ。何するの？手を離して。家に帰ろう。帰らない。彼女はあなたと帰りたくないって。やめて。もうやめて。ジンアルユラヤン、あなたと帰る。平気やん。皇帝陛下の顔を立てれば、彼も私に手を出せない。蘇家については、また今度来ればいい。蘇先生、今日は朝食を用意してくれてありがとう。とても気に入ったわ。行くね。ふん。待ちなさい。ジンアルユラヤン、調子に乗らないでよ。あなたと帰ると約束したのは、怖いからじゃない。ただ、蘇先生に迷惑をかけたくないだけ。蘇座、口を開けば蘇座ばかり。まだ言えるの？あなたたちの間が清らかだなんて。私が清らかかどうか、そんなに気になるの？あなた、今のあなたの様子が。私をとても気にかけているように見えるってわかってる？あなたが言ったじゃない。言ったら戻るなって。それで本当に戻らないと、あなたはまた大声で叫んで。頭おかしいんじゃないの？奥様、門番が今朝誰かが奥様に手紙を届けたと言っています。誰か聞いて。でも彼は言わないんです。キアンシャン、カゴを準備して城の外へ行く。兄上。妹。兄上、本当にあなたなの？この数年、お元気でしたか？祖父が没落してから私は苦しい日々を送っていました。将軍のおかげで身を寄せ、守ってもらえました。兄上、この長い間、どこにいらしたのですか？どうして今日になって連絡を？あの時、私たちは、父上が神帝に殺され、一族全員、北境へ流刑にされました。私も大変な手間をかけて、身代わりを見つけ、逃げ出したのです。でも、もう大丈夫。私は戻ってきました。あの時の恨み、血で血を洗う覚悟です。メイ、すべて兄上の煽る通りに。メイウ。これが今の名前なのか。当時、風当たりを避けるため、将軍がこの名をつけてくれました。でも、私はリュウチャンス。永遠に変わりません。聞くところによると、あのチンアルユラヤンは、死に姫をめと将軍夫人にしたそうですね。では、あなたは彼の側室なのですか？あの春季庵という女、皇帝に何を吹き込んだのか。皇帝が彼女に縁談を取り持つほどに、彼女は将軍に疎まれているのに、ことごとく私に敵対してきます。妹よ、心配するな。この春季庵という女、私が始末してやる。姫君、祖父の者が参りました。姫君をお迎えに、
府へご案内したいとのことです。先生。なぜ私に言わなかったのでしょう。これは、老いたる者には分かりかねます。どうせ暇なのだから。ジン・アール・ユーライアンを苛立たせる口実を作るのも、悪くないでしょう。着きました。ここは祖父ではない。なぜここに連れてきた？姫君。あなたたちは誰だ？お前をさらう者だ。別れて逃げろ。縄文で合流だ。姫。食わせておえ。畜生。妊娠してるのに、まだこんなに走れるのか。縛れ。どうしよう。屋敷に戻って援軍を呼ぶんだ。そうだ。ことの次第はこうです。ER 夫人、これは人の命に関わることです。なぜ私が姫を探しに行くのを止めるのですか？あなたも言ったでしょう。姫は祖家の者が迎えに来たと。人を返せと言うなら祖家に言え。ここで私に吠えるな。ER 夫人、あなたと姫がもともと不仲なのは知っています。しかし、将軍がいない間に支援で仕返しするのは良くない。よくも口が軽い小娘め、生意気だな。ER 夫人、よければおやめください。姫は、主君を守る一心で、こうなったのです。ER 夫人、どうかお怒りを。助けて、ソヨウ。ソヨウ。ユウヤン、何があったのだ。今日、祖様の屋敷に姫をお迎えに来るという者たちが現れ、途中で姫をさらっていきました。ユウヤンには他に手段がなく、どうかお願いします。姫をお助けください。しかし、私は将軍邸に人を使わしたことはない。これは、必ず誰かがわざとやったことに違いない。ユウヤン、安心しろ。エイキアンに何かあってはならぬ。奴らがいくら払った？倍払ってやる。調子こくな。お前、将軍邸でちっとも可愛がられてないじゃないか。そうでなければ、どうしてこんなに長い間、誰も探しに来ないんだ。私の正体を知っているのか？お前の命を買った奴が教えてくれたんだ。無駄な抵抗はやめろ。俺たち兄弟をうまくもてなせば、もしかしたら、全死で済ませてやる。親分、熱くないの？つまり、他に選択肢はないんだな？さあ、来いよ。小美人。親分、ちょっと待って。楽しみたいなら、縛られたままでどうするの？私も、親分をちゃんともてなしたいんです。確かに。このクソ女、殴る気か。親分、遊び疲れたでしょう。せんべいでもどう？この役立たず。おえ。お。これで逃げられると思う。落ち着け、落ち着いて。エイキアン、遅くなってごめん。
大丈夫。奴ら、本気で俺を殺す気だな。暗記まで使ってくるとは。この暗記の様式、どこかで見覚えが、野郎のものに似ている。まさか、俺を狙う奴ら、大祖から野郎まで続いてるのか。今回の黒幕は、君のことをよく知っているようだ。でなければ、俺の名を語って。命しか見たなんて考えない。確かに。でもとにかく、蘇先生、今日はありがとう。でなければ俺は本当に、命が危なかった。絶対にそんなことはさせない。探せ。春季庵。春季庵、君も大したもんだ。男に騙されて屋敷を出て、こんなありさまになるとは。新将軍、お言葉に注意を。永吉庵は悪党に騙されただけです。九死に一生を得てやっと脱出できたのです、将軍。黒幕を調査するでもなく、ここで永吉庵を攻めるとは、そんな道理があるものか。永吉庵。随分と親しげに呼ぶな。春季庵は私の妻だ。君に何の権利があって、とやかく言うのだ。そうです。では、あなたが彼女の夫だということは分かっているのか。夫として、妻が危険にさらされ、なかなか救出に来られず、私が間に合わなかったら、永吉庵は、とっくに遭難していただろう。これが夫のすることか。S ユーザー。今は小説じゃない。やめろ。喧嘩はやめてくれ。ジン・RU ライアン。一つだけ聞かせてくれ。もし今夜、私が本当にここで死んだら、あなたは少しでも後悔する？涙を一雫流す？あなたを助けたのは、皇帝があなたを死なせたくないから。まさか本気で思ってないよね。父の仇の生死を気にかけるなんて。いいわね、私もそう思う。この世で私は決して望まない。あなたの少しの哀れみも。求道士なら、最後まで貫こう。蘇先生、行きましょう。将軍。姫は連れ戻せなかったのか。彼女は蘇鉄と帰った。梅米。沈船は日が暮れてすぐに使われた。なぜ夜更けになって、私に知らせた。私、あの賊が蘇家の手がを語るとは。姫が蘇家に行ったと思ったのに。このような危険に合わせて、梅米の過ちです。アセン、ここで待っていて。医者を呼んでみてもらおう。いいえ、自分の傷は自分でわかっています。大したことないです。わかった。それでは、まず私が薬を塗りましょう。痛い？大丈夫、少しだけ。わかった、優しく塗るね。今日はごめんなさい、蘇先生。新女領の身代わりにして。構わない。もし私がそんな役に立つなら、喜んでお付き合いします。そういえば今日、手裏剣が飛んできたとき、本当にびっくりした、てっきり。あなたが身を挺して剣を伏せてくれるのかと。これからは、そんなことしないで。わかった。ではこの間、私の屋敷で療養して。では、蘇先生、お世話になります。もう少し薬を塗ってください。皇帝の口伝、大将軍と、
慶仙姫を宮中に召す。どうしたの？将軍、何かお困りですか？臣、ご命令を承ります。じゃあ、私を訪ねてきたのは、兄上が私に会いたがっているからか。誠意に逆らうことはできません。早く私と一緒に宮中へ行くことをお勧めします。わかった。兄上の顔を立ててやろう。でも覚えておいて。あなたが私に戻ってきてくれと頼んだのであって、私が先に頭を下げたわけじゃない。蘇先生、この数日間、お世話になりました。また近いうちに伺います。何をぼんやりしているんだ？さあ行こう。今日は宮中で陛下にお目通りする。家にいるのとはわけが違う。陛下は、あなたと私が対立するのを見たくはないはず。つまり、私に協力して愛し合うふりをしろってこと？ダメ、考えただけで吐き気がする。たとえあなたの子供のためだとしても、些細なことで、陛下に疑念を抱かせたくはないでしょう。新将軍、宮北か？行くぞ。陛下、拝謁いたします。人気案は身重だから、礼は結構だ。兄上、ありがとうございます。人気案、その顔の傷、もう良くなったのか。兄上にお気遣いいただき、ありがとうございます。将軍のおかげでもあります。人気案は元通りに回復することができました。聞いたところでは、君と将軍は対立していて、この前は、刀や棒を振り回していたそうだな。まさか、兄上までご存知だったとは。大したことではありません。夫婦の間に一晩中続く恨みなんてありません。ただこの前、将軍が側室を迎えたので、私の心の中、少し納得がいかなかっただけです。でも、もう話し合いました。よりも私を冷遇しているわけではありません。自然と元通り仲良くなりました。これからは、私たち3人。きっと仲良く一緒に過ごします。よし。チームは、あなたたち2人が仲睦まじくしているのを見て安心した。さて、食事の時間までまだ少しある。女領よ。ジンキアンを連れて、庭園を散歩してきなさい。はい。よし、もう誰もいない。これ以上演じる必要はない。あなたがこんなに協力的だとは思わなかった。待て。私はあなたに協力しているわけじゃない。あなたもさっき言っただろう。兄上が見たいと思っているからだ。つまり、私は自分のためにやっている。この木、まだ生きている。君がこの木のあんずが一番好きだったのを覚えている。取ってあげる。その必要はない。あんずを食べるのが本当に好きだと思ったのか？私がこのあんずの木と他のあんずの木を食べるのが好きであっても。どんな違いがありますか？どうしてまだわからないのか？私たち2人は今敵です。木でもあんずでも。もう重要ではありません。春季庵。なぜ私の父を殺すの？私が言ったことを信じますか？新リグ私は試したことがある。あなたの前で説明したことがある。でも私は何度も結果を説明しています。
新将軍京王女はあなたと一緒に宮殿に入ったのではありませんか。どうしてあなたと一緒に来なかったのですか。そうとなは毎日他人の奥さんを見つめている。人の指標はこのようにしてリードしたのか。しかし、エイキアンは今、あなたの奥さんになりたいとは限りません。彼女はあなたを慕っていたが、彼女も馬鹿ではなかった。あなたは彼女のあなたへの愛を持っていた。とっくに煙が消えている。彼女は私を愛しているのか憎いのか。彼女は、今私の将軍府の人だ。スー様チャンスがあるとは思わなかったでしょう。スー先生もいますね。皇帝は今日あなたが宮殿に入ると言いました。私があなたに教えたことも知っています。一緒に来てくれました。私は蘇先生がいます。私はやっと楽になりました。宮中はすべて皇帝のアイラインです。本当にここにいます。SU めとこんなに親しんでいます。私はただ挨拶をしただけだ。新将軍はこれもダメです。私はあなたに私を見てもらいたいのですが、皇帝の前で見てもらいたいのです。私に教えてはいけない。スー先生にお世になり、今の姿に茂しました。今も飲みにくいです。お茶でお酒を飲みます。蘇先生に一杯ください。工場ご到来。今日は家の縁です。みんな拘束する必要はない。ジンキアン。スー様はあなたのかつての先生だと知っています。今日も彼を招いた。聞く。その日も彼が山賊の手からあなたを救った。あの日、私は犯人に縛られて命を落としそうになった。スー先生が最初に助けてくれたおかげです。そのように。蘇鉄は人を救った功績を認め、賞を賜る。しかし、陳には一つ理解できないことがある。平家が危険にあったとき、なぜ将軍府派、すぐに救出しなかったのか。女領は軍務に忙しく、当然、大層第一に考えている。将軍夫人として、私も十分理解している。その言葉ももっともだ。しかし女領、君ももう少し勢力を分けて、経験の面倒を見るべきだ。さあ、みんなで杯をあげよう。資格だ。陛下をお守りせよ。彼女を離せ。彼女の命が惜しければ、道を開けろ。逃げられると思うか。試してみよう。私が先に死ぬか、彼女が先に死ぬか。行かせてやる。彼女を傷つけるな。アケン、大丈夫か。陳の命令を伝えよ。前場で刺客を逮捕せよ。承知しました。陳女領。この手裏剣、どこかで見覚えがないか？あの日、山で君を襲ったのと全く同じだ。まさか前回と今回の刺客は同じ人物なのか？将軍、堀川で刺客の死体を発見しました。これは刺客ではない。
どこかに埋めてしまえ。手裏剣の様式を確認したければ、新将軍に聞けばいい。彼は長年戦場を駆け巡ってきたから、きっと見分けられる。彼に頼りたくない、何事も。自分で解決できないのか？そうだ、さっき鉄器屋の主人が確認した。あれは野寮の様式だ。しかし野寮は今、辺境に安住しているのになぜ、突然理由もなく皇帝を暗殺しようとするのか？この件は非常に怪しい。すぐには、見分けがつかないだろう。どうやら。じっくり考えていくしかない。新女寮は、刺客を捕まえたのか？一晩中、連絡さえない。昨夜、彼は君を救うために刺客を逃がした。皇帝は今、怒り心頭だ。彼のことを心配しているのか？なぜ彼を心配する？世の中の男が全滅しても、彼を心配したりしない。先に行け。一夜が過ぎた。将軍、刺客の居場所は見つかったか？刺客は狡猾で、無名の死体を残して姿を消した。だが、すでに城門を閉じる両替軍に命じた。おそらく逃げられまい。将軍は昨夜、刺客を生け捕りにできたはずだ。だが、永吉庵を救うために、手に入る機会を放棄した。手助けが必要なら、遠慮なく言ってくれ。刺客を捕らえるのは、武官としての私の役目だ。もし文官である君の助けを借りるようなことになれば、私は全体その笑い物になる。ジン・RU ライアン、なんて言い方をするんだ。蘇先生も善意で言ってくれたんだ。そんな風にからかう必要はない。そうだ。君はいつも彼女をかばうから、彼女は当然不満を持たない。でも春季庵、ここは講義だということを忘れるな。もし皇帝に知られたら、私たちの仲睦まじさはただの芝居だ。それは君主を欺く題材だ。君は確信しているのか？君の蘇先生も。巻き込ませるつもりか？そうだ、私は確かに、私の蘇先生を。巻き込むべきではなかった。蘇先生、それでは私は先に、ジン・RU ライアンと屋敷に戻る。蘇先生、お体をお大事に。先に屋敷に戻ってくれ。私はまだ刺客の行方を探さなければならない。わざわざ私を送ってくれて。外は危険だ。ここ数日は外出するな。刺客のことは気にしなくていい。ジン・ RU ライアン。誰が君に手裏剣を構えと言った？私はもう、君に命を借りたくない。私たちの間には、もう分けられない。これくらいは大差ない。こんなことをしても、私が君を許すと思うな。君に許してもらおうとは思っていない。だが、いずれにせよ。君を私の目の前で死なせるわけにはいかない。ジン・ RU ライアン。誰か来てくれ。ジン・ RU ライアン。将軍、急いで医者を呼んでくれ。何をぼんやりしている？早く支えてくれ。奥様、将軍が強度のように負傷されたかご存知ですか？何か情報を聞いたか？将軍は今日、場外で刺客を追っていたが、わざわざ春季庵を送り届けた。将軍府の門前で春季庵のために、あの手裏剣をかばった。将軍は彼女のために手裏剣をかばった？将軍は、ずっと彼女を憎んでいたんですか？奥様、お気をつけください。以前、春季庵は将軍の寵愛を受けず、
自生自滅に任せられていました。しかし今、彼女は将軍に何か冥婚湯を飲ませたのか。将軍は自身の危険も顧みず、彼女を救おうとしています。奥様、覚悟を決めておく必要がありますよ。わかりました。奥様、どうぞゆっくりお休みください。キアンシャン、失礼します。チャンス、私だ。兄さん、怪我をしたんですか？医者を呼んできます。戻れ。医者を呼ばなければ、あなたは死んでしまう。医者を呼べば、私たち二人とも死ぬことになる。兄さん、どういう意味ですか？恨むなら、私が犬皇帝を暗殺しようとして失敗し、さらにチンアール・ユーライアンのあの小僧に傷つけられたことを恨め。今、城門は閉ざされ、五条軍が町中を捜索している。私は行き場を失い、仕方なくチャンスのところに身を寄せに来たのだ。昨夜の宮中の刺客は、あなただったのか。もしチンアール・ユーライアンが邪魔をしなければ、昨夜、父上の仇を討てていたのに。兄さん、動かないで、包帯を巻いてきます。安心してくれ、一泊したらすぐに去る。君に迷惑はかけない。あなたは私の身の兄です。迷惑なんて言わないで。ここで安心して療養してください。私が何とかして、あなたの目をそらす方法を考えます。本当か。陛下、下々めが嘘を申し上げるわけがありません。刺客が暗殺を試みた夜、下々めは確かにジンキアン姫が、あの刺客と話しているのを見ました。私の見るところ、二人は見覚えがあるようでした。とんでもない。チンは彼女を大切に扱い、命だけは助けてやったというのに、彼女は恩をあだで返すとは。者ども。チン自ら将軍邸へ赴き、犯人を捕らえる。私の言う通りにしよう。成功したら、さらに倍払う。これは。どうした？まだ足りないというのか。でも春季庵は、結局は姫君です。本当にそうするつもりですか？私が恐れていないのに、君が何を恐れる？君には老いた母親がいるだろう。治療費を待っているんじゃないか。まだ何を迷っている？恨みには恨みを、ジンキアン姫。私を責めないでください。責めるなら、ER 夫人を責めてください。陛下がご来臨とは知らず、神羅はお迎えもできず、失礼いたしました。陛下、お許しください。者ども。ジンキアン公主を捕らえよ。はい。春季庵は何の罪を犯したというのか、陛下が。ご自身で罪を問いに来られるとは。チンアール・ユーライアン。チンはお前が何も知らないと信じよう。目撃者がいる。ジンキアン公主が。あの日の刺客と面識があり、しかも、庭園で刺客と話し合っていたという。新将軍、チンは彼女に、謀反の罪を賜るべきか。これはきっと誤解です。春季庵は決して謀反を企てるものではありません。陛下、どうかご明察を。新将軍、これがお前の身内びいきか。では、ジンキアンに謀反の心なしとお前は言うが、証拠はあるのか。真にあります。この手裏剣は、あの日、秦が将軍府の前で、春季庵をかばって受けたもので、陛下を暗殺しようとした。ものと全く同じです。もし春季庵が、刺客と結託して謀反を企てていたなら、なぜ刺客に襲われることがありましょう。これは誰かが、でっち上げて陥れようとしたのです。陛下、どうかご明察を。これはどういうことだ？どう説明する？いいえ。一体誰がお前に命じた？陛下、お命だけは、すべてリュウイヤール夫人が、脅して私に言わせたのです。私は決して、ジンキアン公主を害そうとしたわけではありません。でたらめを言うな。
私は毎日将軍府にいて、外にも出ず、どうやって宮中でお前を脅すことができよう。ER 夫人が大金で私を誘い、重病の老母に手を出すと言いまして、私に一言でも嘘があれば、天罰が下ります。陛下。この卑しい奴め、ことが露見すると他人を巻き込む。私は人気案公主と姉妹同然。なぜ彼女を害しようか。もういい。陳がここにいるというのに、お前たちは互いに言い争い。陳を眼中に置いているのか。女領。今日のことは、お前の家の内輪もめと言えよう。しかし、陳の頭上まで欺こうと花。陳は、見過ごせぬ。者ども。この股間眼と柳氏を引きずり下ろして、杖で撃ち殺せ。死にたくない。将軍、どうか私を助けてください、将軍。陛下。礼は幼い頃から頼る人もなく、しつけが足りませんでした。どうか、彼女が初犯であることをお考えください。彼女の命をお助けください。世間では、新将軍は妾を寵愛して妻を滅ぼすと言われています。噂はやはり本当だったようです。この柳氏は、人気案を布告し、自ら危険を冒すことさえ厭いませんでした。あなたは人気案のために正義を求めようとせず、彼女のために弁護するのですか？人気案、あなたは言うがいい。陳はどう処分すべきか。将軍がそれほど柳氏を死なせたくないなら、彼の望み通りにしよう。よかろう。陳は今日、人気案に顔を立ててやる。死罪は免れるが、生きながらの罪は逃れられない。この50回の杖打ちは逃れられない。陳将軍。あなたが彼女の代わりに罰を受けるのだ。陳、罰を受けます。ふん。行け。将軍を撃たないでください。姫様、本当に将軍を見舞いに行かれないのですか？彼には有名が面倒を見ている。私が何を騒ぎに行く必要がある。でも将軍は今回確かに姫様を助けました。でなければ陛下は、姫様を捕らえて罪を問うところでした。そうね、彼は私を助けてくれた。でも彼は柳お嬢様の代わりに罰も受けた。あの劉備王はあんなことをしたのに。彼は彼女を許した。それじゃあ、私は？この先ずっと、そんな扱いは受けられない。姫様、お悲しいのですか？何が悲しいの？私に悲しむ資格なんてある？私と陳 R.U. ライアンは、とっくにありえないんだから。ユーヤン、用がなければ、先に出て行って。一人で静かにしていたい。ジュンギャンよ、ジュンギャン。何を悲しんでいるの？この嫌な男は、全く価値がないんだから。まだです。昨夜包帯を巻いた傷が、今朝また裂けてしまいました。将軍は今、高熱で意識がなく、傷口も可能しています。これ以上時間を無駄にはできません。そうだ、あなたが早くGを呼んできて。早く。姫様、ついに将軍を見に来てくださったのですね。彼の傷はどうなった？あまり良くない。薬を何度も変えたけど、一向に良くならない。将軍様は前回、肩に手裏剣を受けて、今は傷の上に傷が重なっている。もう何日も熱を出して、毎日ぼんやりしている。ただ、お姫様の名前を呼んでいるだけだ。私の名前を呼んでるの？はい。私はこれから将軍様に薬をせなければなりません。お姫様、少しの間だけでも。将軍様の面倒を見ていただけませんか？わかった。行きなさい。あなた、すごく強いんじゃなかったの？どうして今、こんな風に寝込んでいるの？春季庵。
あなたはなぜ私の父を殺したの？なぜ？前にも言った。私はあなたの父を殺すよう誰も送っていない。信じてくれたことはあった？痛い。ただ、あなたが死んだかどうか見に来ただけ。心配していると思わないで。わかってる。あなたは私を心底に組んでいる。私が早く死ねばいいと思っている。がっかりさせてすまない。あの日、なぜ私を助けた？私が死ねば、あなたの仇は取れたはず。なぜそのままにしなかった？皇帝に私を殺させればよかったのに。あなたがやったことじゃない。罪に問われるべきじゃない。それなら、あなたの父も私が殺したわけじゃない。なぜ信じない？証人も証拠もある。どうやってあなたを信じろというの？証拠ばかり見て、私を信じない。本当に私を信じるなら、自分で調べただろう。すべてを私に押し付けたりしない。あなたはいつもそうだ。いつも自分が正しいと思っている。将軍様、お目覚めになりました。将軍様はあなたが面倒を見てくれればいい。私はここにいなくても。お姫様、ここ数日どこに行っていたのですか？私はてっきり、また柳氏にはめられたかと。私はあなたみたいにバカじゃない。薬局に閉じ込められたりしない。そういえば、ここ数日柳氏を見かけない。普段なら、将軍様に何かあれば一番に騒ぎ立てるのに、ここ数日姿が見えない。彼女、GR ユーライアンの面倒を見に行っていないの？数日前はいたが、ここ数日は下僕が面倒を見ている。柳氏はもうずっと姿を見せていない。これはちょっとおかしいな。ゆうやん、不用園に行ってみて。柳というやつがまた何か悪さをしていないか見てきて。はい、いってらっしゃい。何か探れたか？不用園は本当に怪しいです。何？あそこの使用人の話では、柳氏はここ数日病気を理由に出てこないそうです。誰にも会わず、水疱瘡にかかったと言っています。部屋からは一盆また一盆と血の水が運び出されています。気味が悪いです。水疱瘡でそんなに出血するものか？私も不思議に思いますが、あそこの人たちはみんなそう言っています。もしかすると天が目を開き、彼女の体中に、水疱瘡を生やしたのかもしれません。私は因果応報なんて信じない悪人には、積極的に出撃すべきだ。兄さん、この傷はもう癒え始めています。しばらく安静にしていれば回復します。チャンス、この間は本当に苦労をかけた。兄さん、何をおっしゃいます？これはチャンスがすべきことです。あの憎きチンアルユーライアンめ。私の傷が癒えたら、必ず彼に命を償わせる。ごめんなさい兄さん、痛かったですか？チャンス、まさか。本当にチンアルユーライアンに惚れたんじゃないだろうな。私が最初、君を彼のそばに潜り込ませたのは、都に目と耳を残すためだった。今、父上の仇はまだ打てていないのに、君は、どうして彼に本気の感情を抱くことができたんだ。兄さん、私たちの敵は皇帝ではなかったのですか？R ユーライアンを許してあげられませんか？君が彼を許しても、彼が君を許すと思うか。忘れるな、私たちが最初に何をしたかを。もしある日、彼が全てを知ったら、君はどうやって将軍府に居場所を保てるというんだ？誰だ？あの人がどれだけ聞いたかもわからない。どうすればいいんだろう。どうやら将軍府も長くはいられそうにないな。チャンス、安心して、君に迷惑をかけない方法がある。姫君、お子さんを身ごもっているのに、どうしてそんなに早く走れるのです？もしこのくらいの刺激にも耐えられないなら、彼は、私春季庵の子になる資格はない。姫君、さっき何か聞こえましたか？あまりはっきりとは聞こえなかったが、有名優の部屋に、男がいたのは確かに間違いない事実だ。男？
この柳氏、あまりにも大胆すぎるだろう。じゃあ、お姫様はどうするつもり？将軍に言うの？いや、彼女は今日、私だと気づくはず。もし今、私が訴え出たら、逆に彼女に逆襲されるわ。割に合わない。じゃあ、お姫様は？自ら告発するのが得策じゃないなら、彼女に自分で正体を表させればいい。将軍、温かいうちにどうぞ。シングラ、お姫様が来ました。今日はあなたの出番じゃないわ。出て行きなさい。はい。どうしたの？たとえあなたを死なせたいと思っても、まさか、自分であなたの碗に薬を入れるなんてしないわ。そういう意味じゃないんです。飲みたくなければいいのよ。本姫がお世話する義理なんてないんだから。もう来ないかと思ってた。そうね。私ももう来ないかと思ってた。話があるから来たのよ。何かあったの？もちろん、あなたの愛する美舞のことよ。聞くところによると、柳さんが病気で、しかもかなり重いらしい。どう言っても、私も将軍家の女主人だから。だからあなたを誘って、一緒に様子を見に行きましょう。あなたはいつもビブと仲が悪いのに。急にどうして彼女を気にかけるの？あなたの心の中では、私はとても悪辣な女だと思ってるんでしょ。たまには私も善人ぶっちゃいけないの？早く薬を飲んで、飲んだら不要院に行きましょう。本当に役立たずね。あなた。彼女を死なせたくなければ、私を話して。同じ手口か。私が2度も妥協すると思う。ということは、彼女の生死はどうでもいいのね。来ないで、離れてて。リマイ。お姫様、やっとお戻りになりました。不要園で死角に襲われたと聞きました。柳氏が人質に取られたそうですが、お姫様、ご無事ですか？怪我をしたのは劉備部よ。でも、この一件で、彼女は私の口を塞いだのよ。どういう意味ですか？この苦肉の策、なかなか巧妙だったわね。以前自分がやったすべてのことを薄めてしまった。最後にシングラ、やっぱり彼女の元に戻ったんだ。私は骨折り損のくたびれ儲けだ。でも、聞いたよ。あの柳氏も毒に当たったって。もし本当に死角と手を組んでいたなら、自分にもあまりにひどすぎるんじゃないか。おけつに入らずんが孤児を得ず。あの流儀武器なら、なんだってやりかねない。ただ、これが悪の手先になったのか、脅迫されたのか。それはわからない。でも、この一戦は、どうあれ彼女の勝ちだ。姫君、勝たせたいなら一回ぐらい勝たせてやればいい。それでも、彼女が姫君の、手下の敗将である事実は変わらない。姫君、あんな奴と腹を立てるな、体を壊したら。割に合わない。今一番大事なのは、姫君が体を大切にすることだ。もうすぐ出産だ、姫君。まずは無事に子供を産むことだ。視覚は卑劣だ。なんとあなたの剣に毒を塗っていた。将軍。怖い。怖がるな。みぶき。必ず解毒剤を見つけてやる。将軍、もう行かれるのですか？あなたの解毒剤は簡単には手に入らないだろう。早めに準備しなくては。一晩だけ。将軍は一晩も私に与えてくれないのですか？新鮮はさも驚かされた。彼女はもうすぐ出産だ。様子を見に行かなくては。
とにかく、ゆっくり休んでくれ。後でまた見に来る。新鮮。こうしてまで彼女を忘れられないのか。たとえ彼女があなたの父の仇であっても、あなたは彼女を気にかける。新鮮、私は絶対にあなたが、将軍の子を産ませない。将軍。医者がお目にかかりたいと大事な要件があると言っています。お通ししろ。はい。将軍にお目にかかります。先生は、私が探している解毒剤をお持ちか。今回は別の要件で参りました。姫君のことで。姫君は体調が悪いのか。将軍は私が誰かご存じないかもしれません。あの時、姫君が屋敷の外に流れ着いた時、この老いぼれが、最初に診察したものです。実は殿がお姫様をお救いになったのですね。どうか一礼を。とんでもない、恐れ多いことです。主君様をお救いになった。それは我が将軍家の恩人です。これは仰せかれるべきです。将軍様の姫様への深いお心、私などは、言うべきか言わざるべきか。先生。どうぞおっしゃってください。もし私が申し上げますと、姫様が救われた時、まだご解任はされておりませんでした。何をおっしゃるのですか。姫様は明らかにご解任なさっております。私の言葉はすべて真実です。その時、私は祖様に、お屋敷にお招きされ、姫様のご診察をいたしました。お体がお弱いのは事実ですが。しかし、確かにまだご解任はされておりませんでした。ありえません。もしあの時、彼女に身ごもりがなかったなら、今のこの子は。私は、姫様が救われた時にはまだ、と申し上げただけです。今の姫様のお腹が偽物だとは申しておりませんよ。ただ、この件はずっと胸にしまっておこうと思っていました。しかし将軍様を欺き続けるのは心苦しいのです。将軍様を欺いたままにはできず、わざわざご報告に参りました。実は、姫様は屋敷の外におられた後にご解任なさったのです。あの頃、姫様は祖様と、常に行動を共にされ、大変親密でした。私には断言はできませんが、姫様のお腹の子は、将軍様のご子息では決してありません。ありえません。大尉も診察しております。確かに2ヶ月のご解任です。宮廷出身の姫様です。大尉を買収するのも難しいことではありません。ただ、ご自身の解任月数を1ヶ月多く申し上げただけです。出産の時期も、そう大きくは違わないでしょう。ヒアビュラン、何の用で私のところに来たのですか？私に言うことは、にもないのですか。別に。あなたに言うことなどありません。そうですか。何も言わずに、屋敷から消えて、また何も言わずに、突然戻ってきて、私さえも知らされず、あなたのどこが真実で、どこが偽りなのか。春季庵。私を愚か者のように、手のひらで転がして、それが楽しいのですか。ジン・アル・ユーライアン、朝から何を狂っているのですか？何を言っているのかさっぱりわかりません。何しても、シングルを手を離しなさい。正直に言ってよ。お腹の子は、本当に私の子なの。何言ってるの、新女領。私が不貞を働いたって疑ってるの？この子が欲しくないなら、はっきり言って。私一人でも育てられる。そんな嘘で私を恥ずかしめないで。恥ずかしめ。あなたも恥ずかしいことだと分かってるんでしょ。蘇鉄と関係を持った勇気はあるくせに。認める勇気はないの。バカなこと言わないでよ。蘇鉄と内緒でやりとりしてたんでしょ。結局、私をバカにしたのね。なぜ？どうして私にそんなことするの？昔も、今も、私の気持ち、一度だって気にしてくれたことない、ないんだ。新女領、手を離して、離して、離して。わかった。行かせてあげる。行ったら、二度と戻ってこないで。何するの？新女領。行くなら、遠くへ行って、この一生。二度とあなたにも、あなたの子にも会いたくない。
お姫様。どうなさったのですか、お姫様。お姫様、お姫様、血が流れてます。誰かいませんか。助けて、誰かいませんか。雨つばめ、開けて。雨つばめ、お姫様。彼に頼まないで。行きましょう。もう戻らない。でも、お体が。支えて、まだ大丈夫。お姫様。頑張って、お姫様、頑張って、お姫様、頑張って。生まれました、男の子です。本日はありがとうございました。祖様のご恩、大すずり、お礼申し上げます。お立ちください。阿剣のこと、私が当然やるべきことです。遊園。今日は一体何が起きたんだ？将軍、姫君が男の子をお産みになり、おしともに無事です。今、姫君と将校士は蘇邸にいらっしゃいます。わかった。下がれ。はい。チンルーリャンよ、チンルーリャン。あの3人が家族だ。君の出る幕じゃない。将軍、エルフ人の解毒法が見つかりました。怖がらないで、私が来たのは、ただ物をもらいに来ただけだ。あの屋敷で子供を産んだばかりだろ。胎盤はまだ君が持ってるな。胎盤を何に使うんだ？本来は欲しくもなかったが、うちの夫人の解毒の薬種に使えるからな。出しなさい。面倒はかけない。アーシェン、目が覚めたの？気をつけて。なんだか体中が痛いわ。出産したばかりだから痛いのは当然よ。そうか、荷物を下ろしたんだ。だから体がずいぶん軽くなったんだ。赤ちゃんは乳母が授乳中だから少し待って。連れてきてみせるわ。うん。姫君、お目覚めになりました。姫君、本当に心臓が止まりそうでした。祖様が通りかからなかったら。遊園はどうしたらいいかわからなかった。よしよし、遊園、泣かないで。私、無事じゃない。何もないよ。もう一つ、遊園、言っていいかどうかわかりませんが。言いなさい。さっきサンバさんが言ってました、シャンシャンが。お嬢様が落としたばかりの胎盤を奪い取ったそうです。有名雨の薬種に使うと言って。天下にそんな毒があるものか、わざわざ姫君の胎盤を使わなければ。解けないなんて、明らかに私たちをいじめてるんです。どうやら私と子供は、彼の心の中ではこれくらいの価値しかないようね。アージェン、あのチンルーリャンがそんな風にあなたを扱うなんて、何と言っても、絶対に戻らせないから。戻らないわ。私は彼と離縁する。シェンシェン、よくも顔を出せたね。なぜ顔を出せないんだ？私が戻るだけじゃない。スー、ジェも連れて戻るんだ。私に何ができるって言うんだ？本当に君ほど下品な女は見たことがない。不貞を働いて、屋敷から追い出されたのに。堂々と関東を連れて。正面からGするなんて。はいはいはい、あなたが言う通りです。自分に、緑の帽子をかぶせたいなら止めません。この子が、私と S ユーザの子だと言うならそれでいい。どうせあなたは我が子の父親にはふさわしくない。あなた。怒らないで、まずは自分の感情を落ち着かせなさい。
でないと愛しても手に入れられず、愛ゆえに憎しみを生んでいるように思えてしまう。今日、一体何がしたいの？そこまで直接的に聞くなら、私も率直に言おう。ジン・アール・ユーライアン、よく聞きなさい。私、ジンキアン姫は強制式にあなたを離縁する。これからは私たちの縁はここで終わり、二度と会わない。覚えておきなさい。私があなたを捨てたのだ。これからは私と S ユーザが一緒に。幸せに一生を過ごすわ。行きましょう。エリアン、ごめんなさい、ソ先生。また巻き込んでしまって。この件はもともとあなたに迷惑をかけたこと。さっきあんなことを言ってしまって。これからは甲賀に飛び込んでも身の潔白は証明できませんね。構わない。どうして私がそれを甘んじて受けていないとわかる？ソ先生、あなたはいつも私を甘やかしてくる。でも、私はいつもあなたに申し訳ないことをしてしまう。ああ、さっきはどうしたんだろう。あのジン・アール・ユーライアンを見たら、つい、正気を失ったようなことを言って、彼を怒らせようとばかり考えて。でも、ソ先生がこれから、どうするかは考えていなかった。ごめんなさい、エイキアン。つまり、さっきあなたが言ったことはすべて、ただチン・アール・ユーライアンを怒らせるためだけ？まさか、少しも、本当に言いたいことはなかったの？ソ先生、あなたは私の恩師です。どうして指導を重んじないことができましょうか？それにこんにちは。ジュンキアンがソ先生のおかげで無事でした。これ以上ソ先生にご迷惑はかけられません。なるほど。今、あなたも子供も、身を寄せる場所がない。しばらく、私の屋敷に住んでいなさい。そうするしかなさそうですね。でもソ先生、ご安心ください。新しい住まいが見つかったら子供を連れて出て行きますから。ありがとうございます、ソ先生。大丈夫だ。これらは、下僕にやらせればいい。あなたは姫君なのに。どうしてそんなに自分を苦しめるの？はいの穴一つで、そんなに緊張しなくてもいいよ。それに、他人が作ったものと自分の母が作ったもの、同じわけないでしょ？ねえ、今日は中秋節だよ。君を別れの祭りに連れて行こうか。中秋節。うん。そうだね、私の頭、すっかり忘れてた。今日は中秋節なんだ。いいよ、久しぶりに外で遊んでいないし。子供はまだ小さいから屋敷に残して、私は、ゆうやんに面倒を見てもらうわ。それもいいね。行こう。あそこにお面があるよ。なかなかかわいいね。見に行こうよ。これは奇遇だわ。姫様と祖様、お子様は一緒にいらっしゃらないんですか？子供はまだ小さくて、風邪をひかせるのが心配で、それで、屋敷に残してきたんです。そういうことですか？せっかくなら、お子様が祖様に似ているかどうか見てみたかったのに。先にブラブラしてて。私は屋敷に戻る。将軍。どうしてわざわざ自分の評判を下げるような真似をする人がいるんだ？ソ先生、これからどうやって結婚するつもりなんですか？もし結婚しないなら、君が僕に嫁いでくれるまで待つよ。ソ先生、何を言ってるんですか？エイキアン。君に言いたいことがあるんだ。もう隠し続けたくない。エイキアン。僕は君が好きだ。ソ先生、冗談はやめてください。
冗談じゃない。ずっと前から、君のことが好きだったんだ。ただあの時は、僕は先生で、君は生徒だった。だからこの気持ちを心の奥底にしまい込んだんだ。でも先生、知ってる？僕が広く本を読み漁ったのは、いつか君にもっと教えられるようにするためだったんだ。武術を必死に練習したのも、君を守るためだった。ただ残念なことに、宮中での政変の時、君のそばにいられなくて、君を守りきれなかった。それどころか、ただ見ているだけだった、君が他の男に嫁ぐ姿を。僕がどれだけ後悔してるかわかる。もっと早く君にこの気持ちを伝えられなかったことを。今、君とチン・アール・ユーライアンはもう離縁した。僕はお願いしたい。振り返って、もう一度僕を見てくれないか。ちゃんと僕を見て。いい。先生、まずは手を離してください。ええ、今すぐ返事をしなくてもいいです。でも、よく考えてください。どんな結果であれ。私は受け入れます。勅命がおりました。信よ領、勅命を受けよ。北境で戦乱が勃発し、野領軍が、我が大祖の辺境を吸収して奪いました。陳は、信如領を陳北大将軍に任じ、即日北上して出征し、敵を平定せよ。以上。秦、勅命を廃示いたします。将軍、ご苦労様です。ただし、もう一つ要件がございます。陛下が私に、将軍に直接お伝えするようお命じになりました。信如領、あなた、何しに来たの？ははは。姫君。私が将軍にお願いして、姫君をお尋ねさせていただきました。じゃあ、お公家さん、あなたはまた何しに来たの？姫君がお子様を連れて、祖様の屋敷にご滞在中と聞き、見舞いに参りました。ちょうど、陛下が近頃お子様のことをお尋ねになり、お会いになりたいと。姫君、お子様をしばらく宮中にお預けいただけませんでしょうか。陛下が、お子様にお会いになりたいと？はい。新将軍が出征されるではありませんか。陛下は、姫君がお一人でお子様を育てるのはあまりにご負担だとご心配になり、少しでもお手伝いをと思いまして。姫君がお子様をお恋しくなられましたら、宮中へお見舞いにいらっしゃることもできます。姫君、お許しになりますか？それともなりませんか？陛下のご好意を私がどうして拒めましょう。姫君、ご安心ください。陛下は決してお子様を粗末にはなさいません。坊や、怖がらないで。ママはいつもそばにいるから。あまり悲しまないで。あなたが出征するから、私たち親子が引き裂かれるのね。陛下が私の家老を心配するのは口実で。あなたを脅すのが本心でしょ？名目上は、あの子はまだあなたと私の子供です。大戦が目前に迫っています。陛下が私を警戒しないはずがありません。私は今日、出発します。あなたは、私が戦場で死ぬことを望んでいるの。公的には、私はすべての将兵が無事に帰還することを願っています。私的には、あなたの生死は、とっくにどうでもよくなりました。ああ。
なんでもない。今日、私は九州へ行きます。あなたを連れて、子供に会いに行きましょう。あ。行くわよ。服もおもちゃも。好きな食べ物も全部持ってきた。キアン、だんだん母親らしくなってきたね。私、彼の母親でしょ？いや、そういう意味じゃなくて、大人になったってこと。宮中では全具妃様がお世話しているそうね。全具妃様は優しくて、とてもお気に入りだそうよ。それはよかった。ジンキアン姫。ジンキアン姫と祖様。どちらへお出かけですか？全具妃様のところへ子供に会いに行くの。姫、それはちょっと無理かと。どうして？あなたが言ったじゃない。いつでも宮中に入って子供に会っていいって。はい、ただ全具妃様がご体調を崩されまして。姫をおもてなしできません。どうかお引き取りください。お願い。じゃあまた今度、子供に会いに来るわ。どうぞ。皇帝は明らかに私に子供に会わせないつもりね。仕方ないことだけど、キアン。私はよく宮中で王子や姫君たちに授業をするから、その時、機会を見つけてあなたの子供の様子を見てくるわ。じゃあ、蘇先生、お願いね。キアン。どう？子供には会えた？会えたわ、座って話そう。まずあなたから、あの子はどうだった？ちょうどよかったの、全具妃様の王子が。たまたま私の教え子で、授業の復習を口実に、全具妃様のお住まいを訪ねたの。それで、ちょうど、全具妃様があなたの子供を連れて散歩していたところに会えた。そう。じゃあ宮中には慣れた？食事はちゃんと食べてる？住み心地はどう？安心して、宮中で子供の面倒を見ないわけないから。それに全具妃様は彼をとても可愛がって、手放さないくらいよ。全具妃様が言ってたわ。この子はとってもお利口で、泣きもぐずりもしないって。それはよかった。さあ、蘇先生。それから聞いたんだけど、この子、まだ生後数ヶ月なのに、力がすごく強いの。毎晩布団を蹴飛ばすんだって。定期はね、わざわざ。小さな宮女を一人見つけて、毎日彼に布団をかけさせているんだそうだよ。この子は私に似ているね。小さい頃から布団を蹴飛ばすのが好きだった。ああ。ありがとう、蘇先生。何を謝るの？あなたが幸せなら、私も幸せだから。そういえば、まだ名前をつけていないね。本名は。すぐには思いつかない。愛称なら。シュシュケとシーです。布団を蹴るのが好きだから。シューシュー。シューシュー、シューシュー。なかなか可愛いじゃない。そうだね。今度会ったら彼に言ってみよう。これはお母さんがつけた名前だよ。彼が気に入るかどうか見てみよう。出発。このシンニョラ、チンが北境に派遣したのに、このようにチンを適当にあしらうとは。陛下、お怒りはおやめください。もう何日も経ちました。北境の城はまだ奪還されていません。シンニョ領は長年、安逸に暮らしすぎて、戦い方を忘れてしまったのだ。陛下、今、朝廷上下で、新将軍こそが北境を平定する最適な人選です。
陛下、もう少しお時間をいただけませんか。その後を見守りましょう。どうだった？ヘゲは気に入った？私がつけた名前。どうしたの？彼、気に入らなかった？今日は宮中に入れず、宮中の宦官が言うには、私は外部の官なので、皇宮に何度も出入りするのは良くないと。王子や王女に学問を教える役目も、他の人に任せられた。あなたは宮中で長年教えてきたのに、突然許可されないなんて。わかった。きっと後継の意向だ。今日、帰る途中で、北境に関する一報を聞いた。聞きたい？言って。北境から軍報が届いた。新女領は失地を回復できなかった。陛下は大変お怒りだ。なるほど。実は、後継はずっと知っていた。あなたが私に代わって子供を見舞っていることを。今の新女ら。大きな戦果を上げられず、私と子供に8つ当たりして、合わせてくれない。阿健、あまり心配しすぎないで。たとえ今、陛下が、新女領に不満を持っていても、将翁に何かするはずないわ。それは心配してない。今、もっと心配なことがある。野領はずっと北方で暮らしてきて、我々と関わりがなかったのになぜ、一夜にして表変し、我々から、あんなに多くの要塞を奪ったのか。確かに不審だ。本来、野領は、兵力も強くなく、ましてや、驚くべき詳細が現れたとも聞かないのに、どうして瞬く間に、これほど破竹の勢いになったのか。蘇先生、嫌な予感がする。前に私を殺そうとした者と、陛下を暗殺しようとした者は、これと関係があるのでは？つまり、野領が一夜で強くなったのは、誰かが、何か秘密を漏らしたからでは？もしそうなら、我が王祖は、持ちこたえられないかもしれない。君の懸念はもっともだ。それで説明がつく。なぜ新女領が北境に赴いて他日経っても、戦果を上げられないのか。そうだ。新女領も危険にさらされる。彼を心配してるの？違う。彼を心配してるんじゃない。ただ知りたいんだ。裏で誰が糸を引いているのか。早く戦が終わらないと。将翁に会えない。今、大軍が包囲されている。突破の機会を探さねば。陳将軍、左翼から奇襲をかけてくれ。李将軍、右翼から援護してくれ。私が軽騎兵を率いて、敵の主力を引きつけよう。承知した。新将軍、武器を捨てろ。もう逃げ場はない。お前は良い将軍だ。命だけは助けてやる。我、新女領は、死んでも裏切り者にはならない。よかろう、新女ら。今日、なぜここまで敗北したか、分かっているか。お前の突破作戦は、本来絶妙だった。惜しいことに、誰かが事前に私に教えてくれた。なるほど。お前は我が軍にスパイを潜り込ませていたのか。野領軍は破竹の勢いで攻め込んできた。1、2人のスパイだけでは到底足りないはずだ。何より重要なのは、お前たち大祖の北境防衛図を手に入れたことだ。これで野領軍は虎に翼だ。お前は一体誰だ？どうせ死ぬ身だから、教えてやろう。お前か。つまり、王祖に内通者がいるというのか。地図を献上したと。現時点では推測に過ぎませんが、これは重大な問題です。陛下、どうか早急に徹底的な調査をお命じください。よかろう。この件はお前に任せる。ただし、覚えておけ。敵に警戒させてはならぬ。承知いたしました。閣下。先日お願いした調査は何か進展はございますか？組閣下。先日、北境防衛図についてお尋ねになりましたが、私、記録を調べてまいりました。
過去20年間、この記録に触れたものの、名簿はこちらです。劉伯文。前朝の劉宰相。その通りです。この地図は、以前ずっと劉宰相の手元にありました。劉家は反逆の罪で罰せられ、地図は行方不明となりました。劉家の男たちは、北境へ流刑になったと聞いています。そうです。劉家の一人息子、劉知和もその中におりました。しかし、北境の厳しい寒さに耐えられず、ほどなくして、辺境で亡くなったとのことです。以上が経緯です。阿健。本当に、劉知和は死んだと思っているのか。断言はできませんが、もし劉知和が生きているなら、すべてのことが説明がつきます。つまり、この事件は劉知和と関係があると。北境へ流刑。死を偽って逃亡。名を変えて大祖に潜入。最初は俺の命を狙い、その後は皇帝を暗殺しようとした。さらに、劉明優を部屋に残しておいた。つまり、この二人は協力して芝居を打ったんだ。俺たち全員を騙し続けていた。もし彼に謀反の心があるなら、北境の防衛図も手にしている。まさか、彼こそが、野領と内通して密かに地図を渡した張本人か。それで我が王祖は、雪崩を打つように敗北したのか。動機もあれば、嫌疑もある。でも、俺たちの推測だけじゃ証拠にならないよな。わかった。今、ゆうちゃん HE が見つからないなら、まずは見つかるやつから探そう。将軍府には、俺の可愛い妹がいるじゃないか。まずは彼女に会って昔話でもしよう。ゆうやん、この子が本当に故に続けるの？確かなの？ゆうやんの記憶力は確かです。お姫様、ご安心を。事前に聞き込みました。劉明は最近外出を控えていますが、決まった間隔で手紙が届きます。非常に怪しいです。そうなの？奥様、お手紙です。お前たち、よくも将軍府に戻ってきたな。待て、言い間違えた。戻ったんじゃない。乱入したんだ。お前たち、何をするつもりだ？人を呼ぶぞ。返せ。欲しいか？渡さない。よくやった。これはうちの奥様の手紙だ。返してくれ。ただの手紙じゃないか。そんなに慌てるなよ。ああ、まさか奥様は、将軍の留守中に。誰かと密通しているのか？誰かと思えば、お姫様がお戻りになったのですね。春季庵、君には本当に感心するよ。囚人監視の中で将軍に追い出されながら、まだ顔を出して戻ってくるとはな。なぜ顔を出せない？あの時、別れたのはこっちだ。でも思わなかったよ、俺が捨てたものを。君がまだ宝物のように抱えているとは。好きに言えばいい。将軍に追い出された者は、将軍府の人とは認めない。誰か。この二人の泥棒を叩き出してしまえ。やめろ。みんな揃ったな。お前たち二人は、本当に恥知らずの幹部インプだな。まだ家に来て騒ぎ立てるのか。劉備夢、口を慎みなさい。どうした？やったくせに認めないのか。子供まで生まれたのに、まだ無実のふりか。笑い物になるのも構わないのか。
やっぱりお前だったのか。劉備夢、私を恨んでいるのは知っている。だが、まさかお前が、子供を中傷するとは思わなかった。私に何の関係がある？でたらめを言うな。そうか。医者、よく見てください。目の前のこの人は、あの日あなたを買収した人物かどうか。よく考えてから話しなさい。将軍夫人を侮辱すれば、罪はさらに重くなる。どうした？彼女に脅されるのが怖いのか？私に脅されるのは怖くないのか？よく聞け。今、あなたの前に立っているのは、本物の皇室の王女。そして官位一品の大学士だ。まさか、たかが将軍夫人のため。違う。将軍の側室のために、私と蘇鉄二人を敵に回すのか。都で名を馳せる大物を。よく考えてみろ。それだけの価値があるのか。王女の言う通りだ。今日、あなたはどちらにせよ一人を敵に回す。もし過ちを改めれば、私と王女は、あなたの罪を問わない。しかしもし、旦那に改めなければ、柳氏と一緒に牢屋に入るのを待て。王女様、お許しください。そよ、お許しください。老いぼれが一時の欲に負け、柳夫人から金を受け取り、王女様を中傷したのです。王女様は追い出される前、すでに身ごもっており、この子は将軍の子です。でたらめを言うな。あなたたちは結託して私を陥れようとしている。私がそんなことをしたことはない。者ども、彼らを叩き出せ。どうした、皆、逆らう気か。彼らを叩き出せと言っている。劉備夢、ここで狂うな。彼らはバカじゃない。本当にこの屋敷で好き放題できると思っているのか。今、私には一つ、説明してもらいたいことがある。将軍が出征して以来、あなたはいつも、同じ人物からの手紙を受け取っている。あなたとこの人物は、手紙のやり取りはもう何日も続いている。それなら、浮気を疑うのは当然じゃないか。お前が浮気しているのだ。でたらめを言うな。怒るのは早い。これは合理的な推測に過ぎない。私と蘇先生はただ仲がいいだけだ。それなのに、子供までできたとデマを流すとは。お前こそ、素性の知れない者と内緒で情を通じている。疑うのも無理はないだろう。余計なことを言うな。これは兄上との手紙だ。どうして？自分の兄と不倫などできるものか。兄上？それは最小の息子、劉からかだ。皆様、もうご存知でしょう。劉備部、本名は劉関節。宰相府が罪に問われた後、将軍に引き取られた。彼女の兄は北境に流された。劉関か。しかし、彼は北境で死んだはずだ。まさか生きているのか。一体何が目的だ？皆様、事情はもうお分かりでしょう。二吹とまだ話したいことがある。これ以上お邪魔しない。解散してください。劉備部。私に頼む日が来るとは思わなかっただろう。なるほど、不倫の現場をさえは偽りで。私から話を引き出すのが本当の目的だったのか。だから、抵抗もせずに認めたのだ。兄はまだ死んでいない。認めたところでどうだ。今のあなたたちには兄を見つけられない。兄は必ず計画を成し遂げ、劉家の大仇を必ず晴らす。仇討ち？何の仇だ。そもそも劉宰相が神帝の基盤が固まらないうちに、天使を擁して諸侯を従えようとした。劉家が罪に問われたのは当然だ。何の仇だ。好きに言えばいい。兄はすべてを手配済みだ。あと数日もすれば、あの犬皇帝の地位は危うい。皇室が劉家に負ったものは、一つ残らず取り戻してやる。
つまり、お前が彼に徒党を組ませて国を裏切らせ、野領の敵機に大層踏みつぶさせたのか。王祖が夫人なら、柳家が無情なのも仕方ない。よし。これらは君にはどうでもいいのか。では、新女領は？新女領の生死も。君は気にしないのか？そんなはずはない。兄は私に約束してくれた。女領の命は取らないと。梅舞よ、梅舞。まさかそんなことまで信じるほどお人よしじゃないだろう。君の兄が献上したのは、北境全体の防衛図だ。地形、要所、兵力配置、すべてが明らかになっている。今、新女領は生死を講じて北上している。いい結果になると思うか？最悪の場合、軍が壊滅するだけだ。女領は総大将として、どうして命の危険があるだろう。兄は必ず彼を優遇すると言った。軍は口を開けば、新女領を慕っているというが、君は彼のことを全く理解していない。新女領は、決して戦場から逃げ出したりしない。ましてや無抵抗で敵国に屈服したりしない。勝ち目がなくても、最後の一瞬まで戦い抜く。最後の石づくの地を流し尽くすまで。そんな男を野領が放っておくと思うか？そんなはずはない。将軍は私に無事に帰ってくると約束してくれた。君はあまりにも甘いな、竜梅部。たとえ生きて帰れたとしても、死罪を免れると思うか？知っているか？北境の軍はなかなか進展せず。陛下はこの件を聞き、不満を持っている。もし本当に敗北したら、たとえ新女領が生きて帰ってきても、陛下の怒りを買い、罪に問われるだろう。軍を率いるにふさわしからざる罪だ。竜梅部よ。軍はまるで新女領を、七に追いやっている。私じゃない。竜梅部、今すぐ私に。竜剣馬がどこにいるか教えてくれ。そうすれば、新女領の命を救えるかもしれない。私は軍に約束できる。だが、君も私の条件を一つ受け入れなければならない。私の兄は生きていなければならない。よし、約束する。陛下。新と経験講習はすでに調査を終えました。北境防衛図。劉将の息子、劉千鶴が、密かに野領に献上したものだ。この男は、以前、宮中に侵入して暗殺を試みた資格でもある。なんという劉千鶴だ。かつて陳は劉家の命を助けたのに、恩を忘れ、敵国に寝返るとは。後継、劉千鶴の妹。劉中期の供述によれば、劉千鶴は現在北境におり、早急に捕らえなければ被害は拡大する。即刻、命をかけてでも、劉千鶴を逮捕せよ。承知いたしました。安心しろ、阿健。劉千鶴の陰謀は露見した。新女領がこの危機を乗り切れば、もう大丈夫だろどうして彼の話を？う。口には出さないが、わかる。まだ彼のことを思っているんだろう。そうだろう。あんな仕打ちを受けたのだから、一生、許すことはない。報告。陳北大将軍。新女ら、戦死。報告。陳北大将軍。新女ら、戦死。阿健。お姫様。抹消、大将をお連れできず。申し訳ございません。つまり、新女領は、死んだのか？我が軍は野領軍に包囲され、大将は全軍の退路を開くため、自らおとりとなった。しかし、軍内に患者がおり情報が漏れ、大将一行は崖へ追い詰められた。大将は降伏を拒み、崖から転落した。その後数日間探したが、大将の遺体は、見つからず、遺憾塚だけが戻ってきた。死んでよかった。新女ら、あなたは強いじゃなかったか？私と決着をつけると言ったじゃないか。
父親の仇を討つとも言ったのに。まだ生産していないのに、どうして去ってしまうの？あなたは私に借りがある。どうやって返すの、シンニョラ？あなたは私に借りがある。大将。どうしてこうなった？将軍。あなたのせいだ。なぜ約束を守らなかったの？私はもう。兄上の情報を教えたのになぜ将軍は死んでしまったの？なんで私を責めるの？これ全部あなたとあなたの兄がやったこと。あなたがシンニョ領を死なせたんだ。違う。私がどうして将軍を死なせたいなんて。私は。誰か来て劉備部を部屋に閉じ込めて、葬儀にも出させないで。やめて。私を話して陳戦。あなたには将軍の葬儀に参加させない権利はない。そんなこと許さない。あなたは彼に本心を捧げたって言ったじゃない。なら私はあなたに彼を見送る資格をなくさせる。一生後悔させてやる。陳戦。あなたが勝ったと思ってるの？違う。あなたは最初から最後まで劉備部に負けてるんだよ。あなたと将軍がなぜ今のような関係になったか知りたくないの？知ってる？あの頃あなたと将軍はお互いに思い合ってたのに、なぜ一夜にして互いに距離を置くようになったか。私が何度もあなたの名を借りて将軍を誘い出して、その度にあなたが来られないって伝えたの。彼の期待が裏切られた時も私が、あなたは彼を見下してるって告げた。そして彼はそれを信じた。劣等感に傷つき軍中で修行に励んだ。ははは。陳戦。あなたたちがもう会えなくなった時、私がどれだけ嬉しかったかわかる？劉備部あなた。それに新郎将軍の死も。あれも兄が父の仇を討つためにやったこと。あの時父が告発されたのには新郎将軍も一役買ってた。兄は途中で彼を殺すよう手配し当然のように、前朝の公主の求心であるあなたに罪を着せた。将軍も当然のようにあなたを父の仇だと思い込んだ。陳戦。この真実は彼には一生知られないわ。ははは。将軍は永遠にあなたが父の仇だと思い続ける。永遠にあなたが産んだ子は自分の子じゃないと思い続ける。彼は死ぬまであなたに裏切られたと思ってる。ははは。陳戦。あなたは一度も私に勝てなかった。この真実は彼には一生知られない。母は将軍は永遠に。あなたが父の仇だと思い続ける。永遠に。あなたが産んだ子は自分の子じゃないと思い続ける。彼は死ぬまで君が裏切ったと思ってたんだ。ははは。新崎。君は一度も僕に勝ったことがない。君か。本当に君だったのか。崎、それはダメだ。手を離せ。崎、今の君の気持ちはわかる。でも、衝動的になってはいけない。陛下はまだ柳家の兄弟を取り調べようとしている。今、彼女を殺せば、陛下が疑いを抱くだろ私を生かしておくのは、兄を売ることを期待してるの？そんな機会は与えない。彼女は死んだ。なぜだ？君にはまだ僕がいる。崎。
これらは君が小さい頃から大好きだったものだ、君はかつて言った。どんなに大きな悩みがあっても、一口食べれば、すぐに半分は消える。もしダメなら、もう何口か食べればいい。そうすれば、永遠に悩みはなくなる。若者は憂いの味を知らず。もし何事もそんなに簡単だったら、よかったのに。実は柳信が真実を話すのは、必ずしも悪いことではない。少なくともそうすれば、私たちは背後にある理由を推測しなくて済む。一体何なのか。先、君は悪くない。彼も悪くない。悪いのは、ただのことを捏造し手段を選ばない人たちだ。そうだ。私たちは誰も悪くない。ただ、互いを最も深く傷つけたのは、私たち自身だった。なんて滑稽なんだ。互いに絡み合い、何年も恨み続けた人。結局はすべて誤解だった。シンニョラ、僕は本当に君が羨ましい。君はこのすべての真実を知った後、手を引いて去った。僕はどうだ？すべてを知りながら、ここに留まり苦しみ続ける。もしこれらの誤解がなければ、君は真如領を選んだだろうか。将軍の葬儀はまだ姫君が取り仕切る必要があります。どうか姫君、将軍夫人として葬儀を執り行ってください。私はすでに彼と離縁しました。何の資格があるというのでしょうか。彼のことを取り仕切るなんて。姫君、あの日、確かに離縁状は残されました。しかし、将軍は出陣するまで、離縁状には、一時も署名しませんでした。離縁の件を皇帝陛下に上奏することもありませんでした。つまり、今に至るまで。姫君、あなたは依然として、我々の将軍夫人なのです。私と離縁したくなかったの？たとえ私が子供が彼の子ではないと認めたとしても。それでも離縁したくなかったの？姫君に申し上げます。将軍は普段、表面上は、いつも姫君と対立しているようですが、実は最も気にかけていたのは、まさに姫君ご自身なのです。ただ、父の仇という壁があり、将軍はやむを得ず、この思いを、心の奥深くに押し殺していたのです。今、真相が明らかになり、将軍も、読みの下で安らかにお眠りでしょう。皇帝陛下、ご到着。陛下、万歳万歳万々歳。敬献、お悔やみ申し上げる。如良は国のために命を捧げた。陳は、当然、彼の最後を見送るべきだ。陛下。小将軍、あなたは生きていた。シンニョラ、あなたは死んでいなかった。がっかりさせたな。君が計画のすべてを私に打ち明けた以上、どうしてその苦労を無駄にできようか。あなただったのか。私はすでに都に多くの患者を潜り込ませた。間もなく、あの犬皇帝の命を奪える。地の底で、しばし待て。お前の主君は、すぐに追いかけていく。私は重傷を追いがけから落ちたが、九死に一生を得た。お前の企みをすべて知った以上、その計略に乗り、死を装って都に戻り、衛兵に変装して陛下の側に控えた。陛下と協議し、私の葬儀をおとりとして、蛇を穴からおびき出すことにした。案の定、お前は罠にかかった。シンニョラ、お前は父親より賢いな。よくも父のことを口にできる。お前、すべて知っていたのか。龍賢は、
ただ一言聞く。復讐のため私の父を殺したのに、なぜその全てを経験のせいにした。思わないか。ジンキアンが一番ふさわしくて、動機も一番ある人物だって。君の父は神帝に従い、公主の求心に追われた。理にかなっている。それに君とシュンキアンは、不具体点のあだだ。そうすれば私のチャンスも、喜んでくれるだろつまり君たち兄弟は最初から最後まで、ずっと私とシュンキアンを計算していたんだな。今になってやっと知った。チャンス。兄は大業を成し遂げられなかった。すまない。だが今日、兄は必ずや君の仇を討つ。エイキアン。今度こそ、ついに君を守れた。S ユーザ、大尉、早く大尉を呼べ。S ユーザ。新将軍、この者は殺せない。彼の口から我が大祖に潜む感謝を聞き出さねば。蘇先生。目が覚めたの？ずっとそばにいてくれたの？私のために傷を負ったのに、どうして放っておける？知ってる？もう1ヶ月も昏睡してたんだよ。ごめん。心配かけたね。目が覚めてよかった。エイキアン。この1ヶ月。彼を探しに行かなかったの？なんで彼を探しに行くの？君たちの誤解は解けたと思ってた。エイキアン、嬉しい。目が覚めて、君がまだそばにいてくれて。私と一緒にいてくれない？蘇先生、私は。やっぱり。私はずっと君の心に入れなかった。行きなさい。彼のところへ行きなさい。私の傷のせいで。放置して首を戻るようなことはない。罪悪感のせいで。私のそばにいてほしくもない。君の心にはいつも彼がいる。他のことでまた逃さないで。ごめん。ありがとう。姫君、どこへ行かれるのですか？将軍府へ。姫君、お待ちください。新女領、どこへ行くつもりだ？すべてが終わった今。私はすでに陛下に辞表を提出しました。今の私は、早大将軍ではありません。この将軍府を離れる時が来たのです。だから、あなたは、もう戻ってこないつもりなの。都では多くのことが起こりました。私がいなくなることが、あなたにとっても私にとっても、一番良いことかもしれません。陳戦、過去のすべてが、私の過ちだったことを知っています。もう償う方法はありません。ただ、これからあなたが幸せに過ごせますように。蘇鉄は、
きっとあなたを大切にしてくれるでしょう。また会う日まで。真女良、待ちなさい。だからあなたは、また私を子供を置き去りにするつもりなの。小水はあなたの子供よ。そんな幼い子供に父親がいない人生を歩ませるつもりなの。それでも、私と一緒にいてくれるの。10年前からずっといたいと思っていました。姫君。二人で話を続けてください。私は先に湖水を馬車に乗せます。全部あなたのせいよ。なぜ早く私が来ていなかったの？